チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様来ていただいてありがとうございます。遅い時間の開始で申し訳ございませんでした。本日はですね、高市早苗各持ちてえな時事雑談ということで、高市政権の官邸幹部が日本は核兵器を保有すべきだなどとオフレコで発言しました。非難教などが猛反発する中、オフレコの話を報じる方が悪いなどという人々がおり、高市政権は相変わらず高い支持率なんですが、なんでこんな人が支持されるのかというような話をちょっとしていきたいと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について思いっきり取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているわけではありません。あとチャットやコメントでの書き込みは自由にしていただいて構いませんが、配信者はすべての差別や誹謗中傷に反対しておりますので、そうしたコメントはご遠慮願います。はい、ということで皆様待機していただきありがとうございます。ありがとうございます。ドセークさん、キャミフさん、ケイトさん、ペッタさん、ミニラトルさん、ツッキーさん、ショウガさん、ですね、トタハナフーカさん、ゴゴブリンさん、相葉シュウさん、キッズさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。皆さんたくさん待機ありがとうございます。はい。コンカラスです。ついに外貨預金をはじめ銀の購入を検討し始めました。自分が円を離れるという選択肢を選ぶとは思ってもいなかったです。ということで。いや、賢い選択だと思います。はい。経済の話もちょっとしようと思っているのですが。いや、マジでちょっと円安とね、円の崩壊がまずい段階に来ていますので、はい。相沢さん、コンカラスです。ですね。なんかダーチャの話で、なんかあれネタ疑惑があるらしいですね。まあ、詳しくはググってください。そんなことないという話と、いろいろな議論が、湧き起こってますが、まあ、ソ連末期みたいな状況ではありますよね。ちょっと近しいっていうのは事実かなと思います。はい。で、ということで、今回もですね、高市早苗政権についての話等のまとめは、ドキュメントの方で、リンク集にしておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。あとですね、高市早苗総理大臣に非核三原則を守り実行することを求めるオンライン書面が4万筆もちょっとで集まりそうです。非核三原則は持たず、作らず、持ち込ませずということで、高市さんはこれを知らないのではないかということが本気で議論されていますが、ですね、まあ、11月11日に行われた衆議院予算委員会の中で非核三原則を堅持するのかという質問にさえまともに答えないわけです。その上で、まあ、この発言ということですので、改めて署名してですね、内閣に突きつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もちもちさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。署名協力させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。賛成党ぶっ壊すさん、コンカラスです。リーサルウェポン高市っていうですね。いや、本当にね、TTA さん、コンカラスです。本当にだからね、日本を破壊しかねないですからね、もう。だから外貨預金した方がいいのかなっていう人がね、大勢増えているんですよね。はい。いや。まあそんな人がなんで総理にまでなっちまったのかなというですね、話も含めてちょっと話していこうかなと思います。まあソ連がね、崩壊したのはいろんな複合的要因だと思うので、まあ日本とね、ケースと、そのまま同じとは言えないんですけどね。はい。ということでですね、まだただ、ちょっと本題に高市政権の話に入る前に、いつもの通りですね、パレスチナと、アメリカの話を少ししたいと思っております。
パレスチナの状況ですが、相変わらず好転はしておりません。ヨルダン川西岸やガザでの援助活動が崩壊、国連などが懸念、イスラエルの新登録制度でということで、イスラエルが今年3月に導入した、国際非政府組織 INGO に対する登録制度について、国連や国際援助機関がイスラエル占領下のパレスチナが、ヨルダン川西岸とガザ地区で人道支援の崩壊を招く恐れがあると懸念を表明していると。いつもですね、パレスチナ支援をしている NGO は大変な立場に立たされてはいるんですけれども、何を、が起きているかというと、なんか新しくイスラエルが制度を作り直してですね、12月31日までに NGO の登録がなされない場合、イスラエルでの活動を60日以内に停止しろと言い出したんですよ。はって、何言ってるんですかって、なんでイスラエルの許可しないと NGO も活動できないって言うんですかって言うんですが、そうなんらしいんです。その代表的な一つがですね、国際 NGO のセーブ・ザ・チルドレンでございまして、申請が承認されなかったと明らかにした上で、この決定を再考させるために利用可能な全ての手段を追求していると述べたと。これに対しイスラエルの、反ユダヤ主義対策省は、ならず者組織の撤退は援助の提供に影響を与えないと説明したと。何言ってんのこの人たちって感じなんですけど、なんかね、ユダヤ国家かつ民主主義国家としてのイスラエルの存在を否定する奴らは許せないとか、なんかずらずらとその承認条件みたいなの書いてあるんですが、要するにイスラエルにとって都合の悪い主張をする NGO については今後承認しないよということを言い出してるわけです。セーブ・ザ・チルドレンですよ。読み間違いとか書き間違いじゃないとか似た名前の組織じゃないですからね。セーブ・ザ・チルドレンです。セーブ・ザ・チルドレンの活動をやめさせようとしてんですよ。いや、しかも、ならず者組織、テロ組織だっていう風に言ってるわけですよね、セーブ・ザ・チルドレンを。どうかしてるのではないかっていう気がしますけども、セーブ・ザ・チルドレンさんは、このような状況下でもですね、パレスチナ、自治区で、活動しておりまして、2026年には子供の5人に4人が壊滅的なレベルの飢餓に直面すると。ガザでは、セーブ・ザ・チルドレンは新たな飢餓データの発表を受け、2ヶ月前にイスラエル当局が食料を含むさらなる援助を認めることに同意したにもかかわらず、ガザ地区の子供の5人に4人が依然として危機的なレベルの飢餓に直面しながら新年を迎えることになるということでですね、イスラエル当局を今追及している真っ最中なわけですね。だからよっぽどやっぱりこれを言われたくないんだろうと思うのですけれども、セーブ・ザ・チルドレンを追い出す民主主義国家って前代未聞ですよね。イスラエルが史上初じゃないかと個人的には思うんですけど、はい。ということでですね。いや、本当ね、被弾教とかセーブ・ザ・チルドレンに誹謗中傷するのどうかしてますよね。平和の敵と言っても過言でないと思いますよ、本当に。はい。パレスチナの人はですね、支援を求める際にはですね、必ずそれが一番礼儀正しい文面だと多分思っているので、親愛なる友人へっていう風にテンプレートで送ってくるんですけど、別に悪意あるものではありませんので、はい。寄付サイトはですね、カフェドットコムですとか GoFundMe とかに登録している方は個人としては安全だと言われております。はい。私もよくリポストしてるので、よかったら私の X とか見ていただければわかると思うんですけど、もしそういったね、やっぱり個人寄付はちょっと不安だなという人は、セーブ・ザ・チルドレンにね、寄付するのもいいなというふうには思うんですけど、寄付ボタンありますので、はい。いやー、でも活動できなくなるのかよっていう、ちょっと感じですね。いや、何の権限があってこんなこと言ってんですかね。いや、本当はイスラエルですよ。イスラエルとアメリカのことこそが、イスラエルとアメリカこそがならず者国家ですよね。子供の人権を守るって民主主義国家の前提じゃないかというふうに思ってましたということでですね。ちなみにイスラエルはこっそり核開発してます。まず間違いないと言われてます。
はい、まあそんなことをしている一方でイスラエルのですね子供たちへの対応はどのようなものかというと、またこういうニュースかという風になってうんざりするんですけど、今度はブロックを投げた少年を射殺したそうです。しかもガザ地区ではなく、これ西岸ヨルダン川の、西岸っていうですね大きなパレスチナ自治区の話ですね。イスラエル軍の兵士が20日イスラエル占領下のパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区の町で兵士に向かってブロックを投げつけた疑いのあるパレスチナ人の少年を射殺したということで、まあこれね石を投げたら射殺したとかってずっとパレスチナのですね話では言われてることで事実なんですけど、だからよくなんか右翼の人たちは中国に対してね天安門がどうとかって煽ったりしますし、もちろん天安門事件もひどい事件でしたよ。それはそうですけれども四六時中天安門みたいなことをしてるのがイスラエルなんですよ。だからイスラエル軍は石を投げてきたらですね、テロリストだとか犯罪者だと見なして、パレスチナ人であれば問答無用で射殺するっていう対応をずっとやっていて、子供大人の区別がないわけですね。でイスラエル軍は当初の声明で兵士がテロリストに襲われたなどと、嘘の証言をしていたんですけれども、映像は発砲の18秒前の様子が捉えられており、少年がいた路地から投げられた様子は確認できないと。そもそもブロックを本当に投げようとしてたかどうかも分かんないんですよね。で映像を撮影した人物や公開の経緯、撮影開始前の状況は明らかになっていないと。こういった事件がですね無数に繰り返されているのが、パレスチナの状況だということですね。ルミさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。価値が下がるからと自国通貨を、手放すのは自国が外国に支配されていることを望んでいるのに等しいですので注意してください。いや、サーとかアナキストの人だったらあれですけども、ネット右翼の人はですね、純ちゃんさんも言ってたけどですね、死ぬ気で国債を買った方がいいと思いますよ。はい。高市さんのために。まずお前がね円で貯金をしてね国債を買えという話ですね。はい。ベネズエラもそうだけど独裁国家相手でも即座に軍事侵攻したりこういう人権侵害をしていいわけじゃないですからね。はい。天安門って首謀者はとっとと逃げ米国に亡命したんでしたっけ？ごめんなさい、ちょっと確認してなかった。すぐに逃亡したとは言われてますよね。ウェストファリア条約ってマジで世界史の重要ポイントで、ドイツ最10年戦争の講和条約において実際の国土や人口といった国力関係なく主権国家は対等であると認め合ったというですね。やっぱりパレスチナにはそういうですね、国連にですね、未だにアメリカが認めてないからどうしようもないんですけれども、国として認められ続けてこなかったからこうなってるということではありますよね。やはり建物の状況とかも相変わらずひどいです。ビルが崩落しました。救助隊は生存者数名を救出し、限られた装備で必死で捜索し、少なくとも8人が埋没しました。イスラエルの徹底的爆撃と冷血無残な封鎖により危機対応能力が、壊滅しておりますと。援助も食料もなく燃料が阻止され、病院が破壊され、イスラエルのジェットサイトによってパレスチナ人の日常生活は壊れてしまっているということで、残念ながらですね、そんな急にいくらね表面上大きな空爆が止んでいるからといって状況が改善しているわけではありません。仮設住宅を入れろ。ガザや洪水で家々が崩れ、テントは冬の嵐に耐えられず、家族たちが逃げられる安全な場所はどこにもない。これまでに19棟以上の建物が崩れて住民が下敷きになっており、2万7000張以上のテントが水浸しになる恐れがあると。今すぐ、この状況を変えなければいけないと。パレスチナ防衛隊の人たちがですね、呼びかけしているんですけれども、全くその通りだと思います。仮設住宅やシェルターを入れないとね、解決にならないですよね。ただそのアメリカ様がですねガザに対してどのような政策をしているかということでちょっとアメリカの話に入っていくんですが、20年でガザをハイテク都市にする米国仲介国に復興案提示かということで流しませんが、テレ朝の報道によるとアメリカがガザ地区を20年かけてハイテク都市に復興するなどと、主張しているそうです。
はって感じなんですけど、まあもともとね、ただこの人たちが言ってたことなんですよ。ウォールストリートジャーナルは19日、アメリカのウィットコフ大使やトランプ大統領の娘婿であるクッシュナーが、エジプトやカタールなどの高官らにガザ地区の復興計画を示したというふうに報じました。プロジェクトサンライズと名付けられた計画は、ハマスを武装解除した前提で20年にわたる復興を4段階に分けて、南部ラファに行政の中心を置き、高級ビーチリゾートやハイテク都市の建設で収益化を図ると。もうなんか開いた口が塞がらないんですけど、だってさ、パレスチナの方々のお骨とかがまだ取り出せずに埋まってるんですよ。ご遺体とか。そこをですよ、観光地にしてなんかね、万博じゃないけどいきなりリゾートとかそういうカジノとかを作ろうとしてんですよ。すごいですよね。そんなとこに住みたいとか観光に行きたいって思います？なんかもう根源的な倫理観とか価値観の相違っていうのを覚えるんですけど、なんか価値観外交って何なんですかね、この人たちの。私はなんかアメリカ人の人たちと全然もう価値観が共通してないなっていうふうに思うんですけど、死んでも行きたくないですね。というかガザの復興で金儲けに利用しないでください。はい。彼らはガザを破壊し、その後復興費用を賄うためにガザのガスを盗もうとしている。アメリカ、イスラエル、スーダン虐殺をしている、UAE アラブ首長国連邦は、イスラエルが破壊した復興資金としてガザ沖合のガスの利益を使用することを議論しているという。海洋ガス田は2000年に発見され、パレスチナで最も価値のある天然資源であると。破壊者がその復興で利益を得ているのであると。まあこれちょっと煽り気味というかですね、議論してるだけで実際に実行に移している計画があるわけではないんですけど、そこは注意が必要です。が、UAE とかね、スーダンでもね、金目当てで虐殺をしていると有名なね、悪い国があるんですけれども、イスラエルやアメリカが手を組んで、ガザの油田開発、ずっとね、油田とかガス田が狙われているのではないかという憶測は流れてきました。もう本格的にやるのではないかと。そもそもハイテク都市にしたらそのエネルギーどっから持ってくるんだっていう話になると思うので、絶対やるとは思うんですよね。はい。本当に邪悪ですよね。何です。ジェノサイドで金儲けしたいっていうような話なんですよね。いやっていうですね。いや、リビエやらハイテク都市やら復興やらって本当どの口が言ってんでしょうね。資本主義の本当一番邪悪な面がね、露呈してますよね。そう。だから死体の上でダンスするなっていう話ですよね。イスラエルの不毛の土地を開拓した理論が破綻していますね。パレスチナは資源豊富な豊かな土地だから欲しがってるんでしょって。いや、その通りですよ。だからね、イスラエルはね、不毛な土地を私どもが頑張って開発したんですみたいな神話を作ってるんですけど、嘘つけっていう話ですよね。そもそもオリーブがよく育つだし、豊かな土地なんですよ、パレスチナって。だからありとあらゆる人たちに狙われてきたわけでしょ。で、天然資源も豊富だし、いくらでも開発の余地はあるんですよ。だから狙われてるっていうですね、前提条件を考えなきゃいけないですよね。はい。いや、スーパーマンの本当レックス・ルーサーそのまんまですよね。映画で散々ボロカス言われたら覚えてないの、あなたたちって。すごいいいですよね。イスラエルとアメリカは本当止めるしかないですよね。ここまでやられたら。ない。いや、ロシアと本当ね、やってることが全くね、邪悪さにおいて変わらないと思います。はい。すいません。忍者と国道のファンの方、すいません。謝るのが遅れてしまいました。カズさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ちょっと煽り気味のタイトルにしちゃいました。いやでもね、だからガンジーさんもね、最終手段としての暴力は容認してたことで有名なんですけれども、ハマスはやっぱりね、この状況を防ぐために最終手段としてのテロを起こしたという、彼らのやったことは確かに許されないけれども、それはしつこく言いますけれども、これで敵の正体が明らかになったという面はあるわけですよね。はい。で、ここからすいません。アメリカのさらなる邪悪な面というか、ただね、アメリカ様がこんなことをする前にですね、トランプ政権が崩壊するのではないかという、ちょっと、兆しが見えてきたので、それを紹介したいのですが、ちょっと性暴力とかですね、人身売買の話が始まりますので、嫌な方は5分ぐらいちょっと見ないでください。はい。
トランプ氏の関連資料が消え、黒塗りの文書がなんかゾモゾモと出てきました。日本の話かこれって。あれなんか財務省とかの話ですかっていう感じなんですけど、性的心身売買容疑の、ジェフリー・エプスタインの文書を、開示しようとしたらこんなもんが出てきたそうです。はい。なんか日本じゃない、アメリカのトランプ政権もだんだん安倍晋三化してきてますよね。少女らの性的人身売買罪で起訴されて亡くなったエプスタインという、まあ、とんでもねえ犯罪者がいたんですけれども、あいつの司法省の開示文書、資料をですね、開示させようとしたら、トランプ関連の一部資料が説明なくいきなり削除されたそうでございます。はい。よっぽど見られたくなかったのかなっていう感じなんですが、まあ、我らがドナルド・トランプさんはですね、生前のエプスタインさんとマブダチでございまして、まあ、出てきた写真の一つがこれですね。はい。まあ、こんな写真がたくさん残っているということなんですけど、なんかもう突っ込みどころしかないんですけどね、トランプはさ、確かにトランプが性犯罪者であるっていうのは陰謀説ですよ。加担はしてるという証拠は一切ないので、それは陰謀説なんで、本当にそれはね、注意した方がいいと思います。エプスタイン陰謀論をね、ネットにばらまいてる人たくさんいるので、そこは注意しなければいけません。そこは注意しなければいけないんですけど、ジェフリー・エプスタインという人の周りにティーンエイジャーの少女がたくさんいたわけですよ。で、自分の周りにもこうやってね、来たわけですよね。で、それを目撃してて、一緒にお酒とか飲んでんのに、なんでドナルド・トランプさんは何も言わなかったんですかね。絶対気づいてますよね、こんな写真撮ってるところからしても。これ、CNN の公式なので、間違いなく出てきた本物の写真でございます。はい。まあ、ただですね、いわゆるマガの人たちってすごく陰謀論とかに弱いので、まあ、これでですね、ドナルド・トランプがエプスタインの犯罪に関わっていたのではないかという疑惑がすごい浮上しまして、まあ、前からあったんですけれどね、そういう陰謀説が。マガ派が崩壊しているという、ちょっと状態になっております。はい。アメリカののり弁、またのり弁、まさかアメリカがのり弁出すとはねっていうですね、腐敗国家の明細に、いや、のり弁のイメージが悪くなりますね。心臓俺に力を貸してくれ。おいおい、日本もびっくりだわっていう。私も右の対等が夢だったなって思いますよって。いや、本当にこういうの夢であってほしいですよね。本当悪夢ですよ。性犯罪者とマブダチだったやつがアメリカ大統領なんですよ。いや、本人が犯罪に加担してた証拠はないですよ。それはないけどさ。はい。トランプはね、別の性犯罪では有罪が確定しております。はい。それは言っておきます。だから二人とも性犯罪者なんだよね。はい。で、まあ、エプスタインさんのね、まあ、ファイルを探ってみたら、まあ、出るわという話を AP ニュースも書いてるので、まあ、詳しく知りたい方はですね、こちら、リンク貼ってあるんで読んでいただきたいんですけれども、マイケル・ジャクソンさん、ダイアナ・ロスさん、クリス・タッカーさん、ケビン・スペイシンさん、まあ、クリントン元大統領など、まあ、いろんな人と会ってたという写真がゾロゾロと出てきております。まあ、ただですね、当たり前ですけれども、性犯罪に加担していた人間は、そんなにいないはずだろうと思いますし、まあそうしたものは陰謀説がほとんどです。そういうネットワークがあるとかね、クリントン大統領がまあ特に仲良かったので協力してんじゃねえかみたいなのは陰謀論なんで、そこは注意しなきゃいけないんですけど、まあさすがにね、激しい反応にだいぶビビったのか、アメリカはですね、トランプに関して削除した文章をいきなり慌てて戻すというような、ムーブに出ているようです。ということで、司法長官はいろいろ言い訳をしてるんですけれども、まあですね、被害者のプライバシーを保護するために必要に応じた義務付けられた期間までにじっくりとファイルを提出していくので、我々がですね、いきなり何十年分にもわたるですね、エプスタインの捜査ファイルを公開することはないというふうに言っているんですけれども、まあ明らかに言い訳じみってますよね。だってエプスタインもう死んでるし、で、被害者の方々は結構名乗り出てきているので、だから本人に確認できるものであったらですね、まあ確かにプライバ
バシーはね、こういう重大な事件なので大切な話ではありますけれども、そういう問題じゃねえだろっていう話ですよね。アメリカ大統領が性犯罪者にどれだけ関わってたかっていう問題でございますので、アメリカはそっそとファイルを公開してほしいなと思います。トランプも普通に性犯罪者ですからね、どちらにしてもなんですよね。本当に夢じゃねえよなっていう話ですよね。エプスタインはですね、やっぱり詐欺師的な魅力がっていうか、詐欺師だったんですけど、あったらしいですよ。だからいろんな、人たちに交友関係を作って、俺はこいつと仲いいんだぜって、吹聴するタイプの、いわゆる金持ちだったんですね。はい。イギリスの王子はですね、マジで加担して、性犯罪に加担してたことが確定したので追放されました。はい。あいつ名前なんだっけ、すいません、忘れてしまったのですが、あいつは本当にやってました。はい。仮に高市さんで似たようなことが起きたとして、果たして日本は、でもスキャンダルの質によるんじゃないかなと思いますね。高市の人気の話、後でしますね。でも一部の方だけでも公開されてるのも本当不公平ですよね。はい。そうだ、アンドリュー皇太子だ。ありがとうございます。はい。ですね。なのでですね、そう、投資家なんだけど、やってたこと自体にもね、謎が多いんですよ。だから、どこかの金持ちが、そうやってアンドリューとかね、悪いことしてたやつが金を渡してたんじゃないかっていうような噂もいろいろあるんですよね。だから、エプスタインのファイルは全部公開しなきゃダメだろっていう風に言われてるし、文字だけでもいいからすぐ公開しろよっていう話なんですけど、ですね、マガの人たちが崩壊してしまうかもしれないので、トランプは嫌がっているわけですね。はい。で、最後にですね、ホワイトハウス公式がこんな状況下で何を投稿したのかっていうあれなんですけど、すいません、これもちょっとね、グロい画像だったかもしれないですが、出しちゃいましたが、めっちゃアメリカンなクリスマスのカムバックストーリー、メリークリスマスということでですね、よりによって性犯罪者と仲良しだった児童性犯罪者と仲良しだった可能性がある。しかも自分も性犯罪者であることが確定しているドナルド・トランプ氏をサンタクロースにしようとしているようです。なんかね、ただ高市をね、支持している国の、市民が言うことじゃないかもしれないんですけど、この認識がマガっていう感じですよね。なんでドナルド・トランプをサンタクロースにしていいと思ったんですかね。全く理解できないですが、どんどんなんかアメリカとかイスラエルの価値観が我々と離れていくなというのを感じました。はい。うわー、最低のクリスマス。史上最悪のサンタさん。というか、バンスは何の役なんですかね。トナカイなのか。閣僚にも性犯罪者いましたしね。ほんと最悪の内閣ですよね。はい。これってディスってるやつじゃない？ディスってるやつじゃないですよ。ホワイトハウス公式なので、ホワイトハウス公式って今、多分マガ派の人に完全に乗っ取られちゃってるらしくて、マガ派のなんかね、ネトウヨみたいな人が運営してるんですよ。だから毎回こういう画像をですね、何のてらいもなく出してくるんですよね。王冠をかぶったトランプの画像とかを、ホワイトハウス公式が出してます。はい。トランプはサンタのように何かを与えるのではなく奪うやつだろうと。ろくなプレゼントくれなさそうっていうですね。いやでも本当にこれが正しいと思ってる認識が怖いですよね。遥か遠いなんか価値観の隔たりを感じますね。はい、ということでパレスチナとアメリカの話でした。すいません、ちょっと早速うんざりする内容だったと思うんですが、本題に入っていきます。高市早苗さんが、核兵器を持ちたがっているので、その話をしようと思います。ちょっとニュース映像流れるのでご注意ください。高市政権で安全保障政策を担当する官邸関係者が個人的な見解とした上で、私は核を持つべきだと思っていると述べ、日本の核兵器保有が必要だとの考えを示しました。高市総理大臣に安全保障政策についてアドバイスする立場のこの官邸関係者は、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日本としても核兵器の保有について議論する必要があるとの考えを示しました。その上で、私は核を持つべきだと思っていると述べました。発言はオフレコを前提にした記者団による非公式取材の場で出たものですが、自民党内からは責任論が上がっています。
軽々にですねそういった個人の思いを話すべきではないというふうに思います。発言がね公になった以上ですねしかるべき対応をしなければいけないと思います。はい、ということで、官邸関係者が核を持つべきだと思うと発言したと。でまあなんかねこれに対してオフレコである話をマスコミがばらすのはおかしいみたいなことを言っている斜め上の用語が出てきたりするんですけど、まあ見ての通りですね。石破政権で防衛大臣だった中谷氏などはまあやめた方がいいんじゃないですかぐらいの勢いで非難しているという、自民党内からも批判が出ているというような状況になってます。いやーもうめちゃくちゃですね。いきなりこんなことを発足3ヶ月とかですよ。3ヶ月とかで言い出した内閣って前代未聞だと思いますし、まあ総辞職した方がいいと思います。はい。椿さん、ですね、司さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。核を持ったら国際社会からどう思われるかは分かってなさそうね。そのレベルで分かってないんだろうか。いやもう安全保障がどうとか勘弁してくれよって、お前が安全保障のですね一番の問題なんだよという感じですよね。いや石破さんのレガシー全部破壊しましたよね。もう1年ぐらいやってきたことをですねことごとく全て廃絶していると思いますね。いや非核三原則知らないのかとか公にしなそうでもね、こういう発言は本当に公にしなきゃいけないんですよ。だからマスコミの人偉いと思いますよ。まあ後で批判しますけどこれは絶対に報じなきゃいけない発言ですよ。だから多分ねわざと記者に向けて発言してるんですよ。多分こういう安全保障についてね思い切ったこと言ったらどうなるかなみたいな狙いがあったんだと思います。IAEA とか抜けないといけないし原発も終わるんじゃないでしょうかって確かに逆に原発が作れなくなるかもしれないですけど、まあそんなことで反原発したくないな。でもアメリカはトランプの支持が順調に下がり続けているだけまだマシっていうですね、今そうですね、サンタクロースみたいなこと言ってる人たちもいるけど支持率は下がってますからね。核保有なんてけしからんとは言わないんですよね。あくまで心に留めておけよという方向なのか、内心の自由はそれは大事とはいえ、まあ中谷さんとか石破はね、まあ一応辞職してほしいと思ってるんだとは思いたいですけどね。いやでも本当にね、日本国政府が日本にとって一番危険な存在になってますからね。で当然ですけれども、広島平和メディアセンターによりますと、核保有憤る広島安保担当の官邸筋発言を罷免せよと9条に反するということで、広島の被爆者たちが強い憤りの声を上げております。当たり前ですよね当たり前ですよ。腹が立って仕方がない日本被団協代表委員で、広島県被団協の三巻理事長は、語気を強めました。戦争への反省を忘れ核保有を簡単に口に出せる空気が政権内にあるのだろう。幹部の意見に賛同しないというなら首相はすぐに辞めさせるべきであると。もう一つの県被団協の佐久間理事長は台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁に端を発した日中対立のさらなる悪化を案じ、日中が本当に核兵器を持つかもしれないと、中国はもう持ってますけど、他国に疑念を抱かせる危険な発言である。戦力不保持を謳った憲法9条にも反していると。非人道的な核被害を経験した政府からこんな声が出れば他国の核保有に免罪符も与えてしまうと。核保有や軍拡を認める世論を作ろうとして次々に不足を打っているのではないかという、この読みが当たりではないかと思うんですけれども、このようにですね絶対に許さないという声明も出してまして、先ほどのようなですねオンライン署名もなされているわけなんですが、当然ながらですね左右を問わず批判が集中していますし、本当に批判すべき発言だと思います。経済制裁されまくってピカピカな弾頭と引き換えに国民が芋の配給に列をなすコースですねと。 DPRK みたいに NPT 脱退を宣言する気なんですかって誰か聞いてやれ、愚かすぎるということで、未来社会プロジェクトの三春さんなんですけど、ここまで強い口調でこの人言うことほとんどないんですよね。普段データをまとめたりするようなお仕事をされてる方なんでマジで怒ってるというですね、当たり前なんですけどね、左右問わずやっぱり、激怒してる方が多かったと思います。
そう。でもね、高市さんだからね、本当に早々とね、核持ちてえなとか言い出してもね、不思議じゃないんですよ。だからここで、ちゃんと批判しなかったら、こういうね、高市だからしょうがないだろみたいな、なーなーで流してしまったらですね、そういう発言が飛び出すかもしれないので、本当に強く非難しないといけないと思います。はい。で、デモクラシータイムズさんもですね、緊急配信で、日本は核を持てるのかというですね、まとめ配信を早速やられているんですけれども、まあ、こちらですね、興味ある人はぜひ、面白かったので見てみてください。で、こちらでもですね、散々指摘されていることなんですが、まあ、そもそもですね、日本が核持つのって、ハードルが高すぎるので、現実的には不可能であるっていうようなことを論じられてます。まず原子力基本法が、核利用を平和目的に限定してるんで、まあ、原発は一応 OK っていうことになってるんだけど、核武装にはその法改正が必要である。で、まあ、散々言われてますけども、NPT 核不拡散条約の非核兵器国であり、核武装なら脱退が必要であると。だから、まあ、先ほど言ったようにDPRK とね、同じようなことになってしまうわけですよね。で、この配信で特に注目したいのはですね、米国から敵対国とみなされるだろうという予想をされてるんですね。日米安保の見直しをしなきゃまずいけないだろうと。で、自軍の軍備状況にするにしろ資金はどうするのかと。で、自衛隊を軍隊より格上げするとなると、これもまたね、当然ですけれども憲法改正が必要ですし、米国は日本を核不拡散軍縮の推進で重要なパートナーだというふうに考えているはずなので、日本の核武装は日米同盟の維持自体を揺るがしかねないという、日米同盟から見てもとんでもないことだというような指摘がなされてるわけなんですけど、だから保守派の人こそね、やっぱりこういう発言には本当激怒しなきゃいけないんじゃないかと思うんですけどね。でも誰もこういうことだから、リベラル派のデモクラシータイムズさんぐらいしかこういうことをちゃんと指摘しないのはちょっとおかしいですよね、状況的に。はい。いやでも本当国会で誘導されたらね、うっかりこういうこと発言しちゃうんじゃないかっていう気がするんですよね、高市さん。そうなったらもうおしまいですよ。核保有に関しては議論する価値はあるとかね、いや本当言い出しそうですよね、それ。原発もやめましょう。反戦反核も日本のアイデンティティの一つだったはずなんですが、極右はもはやそういうことどうでもいいんですよね。まあ彼らが極右っていう風に名指されるのってこれが原因ですからね。だからそもそも日米安保を重視している保守派にとってもですね、承服しがたいことばっかり言ってるわけなんですよ。はい。南北朝鮮がね、軍事力を手放せないのはですね、歴史的背景というか日本が悪いのでですね、それは当然だと思います。まあだからといってね、DPRK の核開発は許せることではないですが。いやーでも小泉進次郎とね、高市早苗ですからね、最悪のコンビですからね。本当に軽々にそういうことしそうじゃないですかね。いやーでもなー、自民党的には確かにね、憲法改正して核武装したいっていう人はね、石破安倍に限らず本音ではそういう人もいるのかもしれないですけど、日米安保の縛りがあるからやっぱり言えないっていうことですよね。彼らそこまで愚かじゃないので、誰が核武装法案は提出するんだよって。日本の右翼ってアメリカ第一なんじゃなかったのっていうですね。だから参政党の方がまだね、トランプに従ってるんですよ。それ前週の配信見てほしいんですけど、高市さんかなりもうアメリカの思惑からもずれたこと言ってんですよね。で、アメリカのホワイトハウスからですね、早速このような声明が発表されまして、なんか対日本だとですね、急にまともになるのが怖いんですけど、首相官邸幹部が日本は核兵器を保有すべきだなどとの考えを示したことをめぐり、米国務省報道官が日本は核不拡散と核軍備管理の推進において世界的なリーダーですよと、朝日新聞の取材に対してコメントしたっていう。トランプからたしなめられてるっていう。台湾有事の発言に関してもですね、そうなんですけど、トランプから、ドナルド・トランプですよ。さっきのあれだけど、これですよ。これから、お前やりすぎじゃないかとか言いすぎじゃないかって言われてんですよ。どういうことなんですか、我が国の首相は。ね。だから、核不拡散と軍縮のリーダーなんだから、そんなこと言うもんじゃないよって言われてるんですよ。実際にこういうのを多分明治伝のマルコ・ルビオとかその辺じゃないかと思うんですけれどもでもバンストランプに過激派だとか極右だとか言われたら終わってますよね。そこまでね、アメリカから見てもドン引きするような発言をする人をリーダーに抱えてるということですね。はい。
そう、トランプがストッパーになるレベルなんですよ。いやー、まあトランプにそういう資格があるかっていうとないんですけど、確かにないですよ。やつにはないです。いや、ないけど言わざるを得ないっていうですね。ほんと情けないですよね。ということなんですが、で、まあ、先ほどのね、ですね、広島のですね、平和団体の平和メディアセンターの方も指摘してましたけど、早速ですね、コメントもありましたけど、比較三原則のあり方が議論が必要ですと言い出してるやつがいます。はい、小野寺逸則ですね。まあ、外面切り替えとかの時もヘイトスピーチを煽ったりしてた小野寺なんですけども、小野寺逸則安全保障調査会長は、NHK 番組で、日曜討論ですが、比較三原則のあり方については議論が必要であるとの認識を示したと。米国の核の傘に依存する現状に触れ、この問題は議論すべき課題の一つであるというふうに述べ、日本維新の会の前原も同調したということで、呆れて言葉が出ないんですけど、最初からこれが狙いですよね、小野寺はね。だから観測気球を飛ばして、適当なやつに適当な発言をさせておいて、どうかなって反応を見てですね、比較三原則のあり方を変えなきゃいけないのではないかっていうところが本題なわけですよね。それなら持ち込ませずのところだけなんとかなるかもしれないから、アメリカのね、核を持ち込めばいいわけじゃないですか。そしたらね、アメリカだって文句言えないわけですから、小野寺とかね、右翼極右とまでは言わないにせよ、右翼の中でも一番高派寄りの人たちの思惑はその辺にあるんじゃないかなと思います。小泉進次郎はどっちかっていうとこの FB はでしょ。いろいろあの人似てますよね。いや、イスラエルは日本もだんだんね、手に負えなくなってるのかもしれないですね、アメリカ的に言うと。なんか言うこと聞かなくなってますからね、実際に。そう、ネタニヤフのこともね、内心結構よく思ってないらしいですよ、トランプは。それはね、割といろんな情報から言われてます。あまりにも生意気だし、言うこと聞かないから、ね、コントロールしづらいですよね。はい。トランプからしたらそう、中国と仲良くして、ガザのことはほどほどに済ませておきたいっていうのが本心なんですよ。ね。別にね、ジェノサイドだってね、始めた時はバイデンですからね。で、バイデンでやってきたことは全部やめたいと言ってるのがトランプなんで、だから平和の使者みたいなふりをしてね、疑似的な停戦をしたわけですけれども、それはね、あくまでも自分の評判を考えてのことですけどね。はい。小野寺さんへの風評被害だよなっていう。ただこういうね、ことを言い出すやつがもう出てきてるので、探査さん独自報道の探査さんなんですけど、核保有発言の官邸幹部は誰かマスコミ各社は公表すべきだと思います。野田さんとかはね、早急にやめていただくべきだみたいなことをおっしゃってますけれども、これ個人的な見解で済まされないでしょう。政府はすでに核兵器の保有だけでなく、核兵器の使用さえも憲法9条に反しないなどと言い出してるんだから、ね、それはですね、田佐さん詳しく述べてますけど、岸信介とか安倍晋三がずっと言ってきたことなわけですよ。だから、高市はある意味忠実なですね、継承者なわけですから、ここでやっぱり止めておかないと、ますます増長してですね、めちゃめちゃなことを言い出すと思うんですね。はい。で、探査さんはほぼ特定してるのでですね、私も言ってしまうんですけれども、もちろん証拠はないですが、これのね、核持ちてえな発言をしたのはですね、大上貞正っていう人だと言われております。いろんな、調査によると、この発言をできる、官邸関係者ってこの人しかいないんですね。で、なんでオフレコで発言したかっていうと、政治家じゃないんですよ。政治家じゃなくて民間人のアドバイザーっていう立場の人だから、元航空自衛官で、核軍縮不拡散問題の担当者なんですけれども、内閣総理大臣補佐官なんですね。なので、彼しかこの立場で発言できる人間はいないのではないかと言われております。でもこれが事実だとすると元自衛官の人間がこんなこと言ったっていうことだから、ますますおってやばい話ですよね。絶対に公開して少なくとも大上に関しては辞任させないとね、また同じようなことをね、高市さんに何を吹き込み出すかわからないんじゃないかなと思います。はい。でもやっぱり日本とイスラエルはますます似てきましたよね。こうやって核武装までしたらですね、アメリカの軍事基地みたいな国家になっちゃうでしょうからね。はい。
大戦時の主張で前半で戦争を主張していた当時は無罪は無理だったけど、明らかに本人の責任以上のものをかぶされている。まあ、岸信介も散々いろんなことやりましたからね。なのにさっさと逃げましたからね、やつは。自衛隊から戦争を仕掛ける可能性が高まっています。各軍属不拡散問題担当者が核持ちてって言ったのかっていうですね。いや、ほんとね、これが事実なら本当大問題も大問題なんですよ。で、この大上さんって相当にまずい人らしくて、自民党員のアームズ魂さんなんですけど、発言の主ではないかとして名前が挙がっている空自出身の大上貞政統理補佐官は、高市総理が昨年出版した著書の執筆に参加した一人であると。いうことでですね、何を書いてるかっていうと、国力研究、日本列島を強く豊かに高市さない日本の力を今こそ結集するっていう、まあ高市さん本人が書いてないことがバレバレな本が出されているんですけれども、まあこれにですね、自衛隊の実力と反撃能力っていう章を大上さん書いてるんですよ。やばすぎるだろう。だから自衛隊の戦力とか能力についてですね、高市さんに直接アドバイスできる立場の人がこんなこと言ったとしたら、ね、自衛隊がもうね、核保有を望んでると、まあ、捉えられてもおかしくないですよね。はい。で、まあ、もちろん彼は自衛隊を代表する存在ではないけれども、で、まあ、他にもですね、笹川平和財団の、まあ、アドバイザーとか上席フェローをやっておりまして、日本会議の、まあ、日本女性の会、日本会議のですね、女性団体の、ですね、講演会があったんですけれども、それに、まあ、高市早苗さんが出たんですね。早苗あれば憂いなし春の特別講演会ということで、まあ、そこに一緒に出てたのが大上貞政さんだという。日本会議でもあるのかよ。笹川平和財団でもあるのかよというですね。まあやっぱりそういう系の人脈なんだなという気がするんですけれども、まあやっぱり高市さんの周りにはこういう属性の人物がたくさん集まってるのかなという気がいたします。はい。これがブレーンで高市と小泉のが日本の声だろ、怖すぎます。国際的にどこまで信用を落とすのか。いや、本当にね、だから日本会議で、まあ、だから笹川平和財団で、ね、元自衛官でっていうですね、本当に危険ですよね。で、公選国の政府が相手にせずとかめちゃくちゃですけど、憂いしかないんですが、早苗こそが憂いだわ。田母神レベルか。岸笹川の永久戦法は反響 CIA 工作員の警部。早苗の存在こそが憂いですわっていうですね。いや、この早苗あれば憂いだして誰が考えたんですかね。まさか自分で考えたわけじゃないと思うけど。すごいですよね。あなたが国家の存亡をですね、脅かしてるんですよって。だからね、本当にこんなこと続けてたらですね、アメリカから見捨てられると思いますけれども、保守の人たちはそれでいいんですかね。はい。まあ、ただですね、まあ、こういうのになんか喜び勇んで賛成するのが参政党と国民民主党なんですけれども、さすがに核発言に関してコメントしてるわけではないですが、合わせてですね、防衛装備輸出の5類、型のですね、5類型の撤廃にもですね、議論してるわけですけれども、まあ、撤廃に賛成党で賛成でございますと。国民民主賛成両党の安全保障責任者は NHK の番組、さっきの日曜討論ですが、防衛装備品の輸出を非戦闘目的の救難輸送警戒警視総会の5類型に限定する現行ルールの撤廃について賛成する考えを示したということで、政府は早ければ4月にも5類型を撤廃する見込みだということでですね、まあ真の狙いはやっぱりこの非核三原則見直しと5類型撤廃じゃないかなという気がします。さすがにいきなりですね、まあ極右の高市政権とはいえいきなり核を保有できるとは誰も考えてないと思いますので、非核三原則のあり方をこの機会に見直そうではないかとか、まあ、防衛輸出をですねやろうではないかみたいなことをですね積極的に言うためにこの観測気球としてですね大江に発言させたのではないかというような気がします。まあ、そう考えるとね、この人たちみんなグルっていうことになるんですけどねまあ断言したらもちろん陰謀説なのでやめますが、はい。核を持った先にどういう日本を思い描いているのか核保有論者に聞いてみたいです。国際社会から孤立して貧しい日本を目指すんですかねという。いやでも本当どういうビジョンで考えてるんですかね。なんか死の商人みたいなこういう国になりたいのか、
アメリカを怒らせて、なんか独立を夢見ているのかよくわかりませんけれども、どちらにしろね、日本が沈没するだけだと思うんですけどね。はい。いや、ほんと参政党が14議席持ってるのが本当におかしいですよ。で、自民党幹事長代行の萩生田さん、光一さんという方なんですけれども、台湾で頼清徳総統と会話して、台湾では極めて重要なパートナーであるなどと述べたと、いうことでですね、これ流しませんが、いきなりですね、この人、台湾の確かに関係議員のリーダーだから確かに行く理由はないわけじゃないんだけれども、台湾は日本にとって基本的な価値を共有しうんたらかんたらということをわざわざライさんにですね話にこのタイミングで言ったそうなんですよ。完全にこれ中国に喧嘩売ってますよね。だからでただでさえこの防衛環境が悪いとかなんとか言っている時にですよ、さらに中国を焚きつけるようなことをやって、だから台湾だって困ってると思いますし、旗迷惑な話じゃないかと思うんですけれども、なんかやっぱり全ての発言がこうやって軍拡したりですね、いろんな防衛輸出をですね解禁したりっていうことの布石なのかなというような気はいたします。忘れてた、このおじさん台湾行ってたんだって。いやほんとそう、このタイミングで台湾行きやがったんですよ。何考えてるんですかね。ライさんだって困ってるでしょ。核で統括外交すべきだって玉がビサ言ってた。そんなこと言ってたんだ。本気でそんなことする気なのかな。ちなみに先ほども言いましたけれどもですね、保守の人たちの理想にはとは裏腹にアメリカは絶対賛成しないと思います。私ね、こんだけ反米的なこと言っといてあれですけれども、高市さん台湾有事に関する発言としてサンデーモーニングが報じたのですが、ワシントンポスト、声高に主張することから得られるものはほとんどない、抑止力には不必要な挑発は不要である。ロイター通信、高市氏の台頭は日中が軍事力増強を最優先事項とする指導者に率いられていることを示しており、防衛費の大幅な増額と平和憲法の改正を意味しているのではないかというですね。だから日本が平和主義を捨ててしまうのではないかと。抑止力には不必要な挑発は不要であるというようなですねもちろんね、ロイター通信は比較的リベラルな論調で知られていますけれども、ワシントンポストは保守派だし、ホワイトハウスのね代弁をしているホワイトハウスのね立場に近いと言われておりますので、トランプになってからだいぶ隔たりが出てますけれども、でもワシントンポストは留保付きで台湾に対する、トランプ大統領の曖昧さは苛立たしいが彼が望ましい大統領のあり方なのだみたいな褒めてるんですねだからね、どう考えてもアメリカはやっぱり中国と今やり合うことを望んでないですよね。だからそれはホワイトハウスもいろいろトランプ派で極端な人からね穏健派の人までいろいろいますけれども、大体相違だと思いますので、日本の右翼の人たちは夢見るのもいい加減にしたらどうですかと思いますねはい。台湾日本に帰ってこいとか言ってる YouTuber いたの。それって何？大日本帝国時代に戻れっていうことですが、そんな暴言許されないと思いますけど台湾の人だって怒る、そんなこと言ったら怒るでしょうにね。はい。統括外交。裏金どうだったんですかね、萩生田先生は。はい。台湾といえば迷惑系 YouTuber ケノケンの発言、ケノケンの発言だったのか本当どうしようもないな。ですね。サーズデイさん、コンカラスです。ちょっと陰謀論チック。私が別にね、なんていうかね、高市政権がどこまで考えてやってんのか分かんないっすよ。分かんないです。分かんないですけど、少なくともね、ワシントンポストとロイター通信の、見方としてはですね、かなり苦々しく思ってるのは事実ですよ。はい。で、ワシントンポストって比較的ね、トランプになってからちょっと隔たりが出てはいますけれども、ホワイトハウスの保守派を代表するようなね、声を出しているマスコミのメディアの一つなので、台湾有事に関する発言に関して、トランプも自ら怒って電話かけてきたという報道もありましたけれども、よく思ってないのは事実だと思いますね。はい。こんばんは、塩さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。やっぱケノケンさんなんだ
ということでですね、まあ確かに高市政権が何考えてるのか正直ね、相対的にどこまでね話をつけてるのか私は分かりません。だから萩生田の動きと尾上の動きとね、この小野寺の一則の動きというのがですね、どれぐらいつながってるかっていうのは分からないです。分からないですが、まあ、少なくとも親米保守派の人たちにとってはいい方向にはいかないだろうと思います。でですね、最近なんか急に台頭している論客の方をちょっと引用して終わりにしたいんですが、日曜討論を見ていたら、最初の頃は中国を被害者ムーブの対象にしていたけども、いろいろ試してみるうちにどうも中国は被害者ムーブの対象としては強大すぎるし、日本の内輪の論理が通じない相手なので、よりいじめらしい対象として、立憲民主党の岡田克也を被害者ムーブの、来場として使っているような気がする。いわゆる質問した岡田が悪い。なんていうか、この手の人たちの倫理的万位性は変わらないね。申し訳ないけど、誰を対象としていじめても、一番の問題は高市答弁にあることはリフレーミングできない。撤回か辞任でもできしない限り、中国は圧力をかけ続けることになり、そこには甘えもなければ救いもない。最後までけじめをつけてもらうしかない。この手の被害者ムーブへの対処法としては、日本の立憲など野党のような相対的に弱い立場にある側としては、世間に相手の不当なナラティブを構造的に解体して訴える以外の手段はあまりないと思う。だけど、中国のような力の強い側としては、多少のレピュテーションコストを引き受ける覚悟で思い切り相手を叩きのめす懲罰的抑止が最も有効だ。なぜなら倫理観が根本的にずれており、そもそも相手の心を自分のと同じ対等な感情や倫理を持つ主体として認識できない幼稚的な防衛規制を持っている相手には礼を尽くしても利を解いてもあまり意味がなく、はっきりと物理的な代償を払わせた方が本人に対する良い教育になるし、周りに対しても高い見せしめ効果につながるのであると。なんかここまでボロカスに言うかっていう感じですけど、まあでも幼児的っていうのはちょっと差別的なのであまりよろしくないとは思いますけれども、まあでもこの通りじゃないかと思うんですよね。要は中国にとっても日本にとっても中国って確かに話が通じない相手ではあるかもしれないですよ。でも中国にとっても高市政権は全然話が通じない相手なんだから、まあ力で抑止することにメリットがありますよね。だから今後でもね、ああやって中国は経済制裁だとか嫌がらせ的な行動を続けていくだろうし、そのことはまあ中国にとっては得になるから続けるだろうっていう非常に残念な話ですね。なので高市さんを辞めさせない限りはこういうことが続くんじゃないかと思います。タイムさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。アブソリュートさんもコンカラスです。ケノケンって確かケン・ケノービっていうスター・ウォーズのオビワン・ケノービの偽物みたいな名前をしたレイシストで、女性に対してコンドーム配ってセクハラをしてたやつですね。解説ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。私もそれぐらいしか知らないんだけども、なんか最近すっかりレイシスト商売をしてるみたいですね。こんなやつばかりですね。いや、レイシストがオビワン・ケノービを名乗るんじゃねえよっていう話ですね。はい。やっぱりね、差別とかの構造が残ってるとそういう人が出てきますし、まあ結局ね、だから日本がそうやって弱い立場の左翼であるとかね、野党の人たちに日本の右翼の人たちがやってきたことをそのまま中国にやり返されてるだけだから、このままやられ続けるよっていう、その態度を改めない限りは続くよという話だと思います。はい。ということで、まあ、核を持ちてという高市さんの話でした。よかったらですね、最近言うのを忘れているので、いいね、高評価をぜひお願いいたします。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。さっき見たらケノケンさん見苦しい後でちょっとケノケンさんじゃないけどね、他の YouTuber の話とかちらっとします。はい。ただですね、まあ私ずっとまあ核発言のね話をずっとしてきましたけれども、まあ左派としては批判すべきだと思ったので、まあ高市政権のね最大の問題は経済ではないかということがまことしやかに言われておりますので、高市さんが日本経済を崩壊させるかもしれないという話をちょっとしたいと思います。
来年度の予算案が過去最大の122兆円前後になる見通しだそうです。政府は来年の予算案について一般会計の総額を過去最大の122兆円前後で最終調整していることが分かりました。政府関係者によりますと、来年度の当初予算案の一般会計の歳出総額が過去最大だった今年度の今年度の115兆円を大幅に上回る122兆円前後で7兆円もまた上がるというですね、もうなんか放漫財政状態になっているんですけど、この積極財政で国は良くなるんだと力説していた皆さんには申し訳ないんですけれども、現実としてはですね、このような感じになっておりまして、急激な為替変動には断固たる措置、介入はフリーハンドなどと円安を牽制する発言を片山財務省がやったんですけれども、ドル円が157円割れしまして介入に言及しました。はい介入はフリーハンドみたいな発言が効いたっていうことで、いつでもどんな方法でも制限なく自由に行える状態だっていうことは、要はですね、高市政権はいつでもね、為替介入をするみたいなことを言ってしまったわけですから、そりゃね、円の価値が暴落するでしょっていう話でしかない。だから片山財務省とね、片山さつきとね、高市のコンビではですね、おそらく円安が止まることはないのではないかということで、ドル円に対して157円までつけてしまったので、もう止まらないんじゃないかというふうな恐れが市場から出ております。はい。いやほぼ赤字国債の返済でね、7兆円ぐらい増えてますからね、それちょっと説明しますけど、反緊縮的には未だに間違ってないって言い張ってますけど、いや、そろそろ間違い認めた方がいいですよ。ほんと引き返さないとまずいですよ。経済問題に関しては。みんな本当に大ダメージ受けてますからね。責任ある積極財政って何なんだよって。本当にですね。中国の考えてることは読みにくいというのはあります。なのでね、ただ対中国に関する見解はね、私も右寄りとか結構言われたりするので、さておき、この経済がね、やばいっていうのはみんな共通見解でしょって、右から左までやばいって言ってるよっていう話なんですけど、また AI 君に出してもらったんですが、今回のね、一般会計歳出総額が、122兆円前後になることなんですけども、財務省様のですね、概算要求によりますと、一番膨れ上がってるのは先ほどもコメントありましたが、国債返済額でございます。国債費がですね、32兆3800億円という天文学的な数字になる見込みだそうでして、私たちとしては防衛費のね、9兆円に増額するっていうことに注目しちゃいがちなんですけど、本当にやばいのはやっぱり国債であると、前年比プラス 14% というですね、14% ってどんなんっていうですね、恐ろしい額で膨れ上がっているというのがですね、数字上も明らかになっております。はい。で、2025年、2026年の詳細が、2025年度の詳細もですね、まだ出てない状態なので、2024年、一昨年のやつを比較してみたんですけれども、維新のね、身を切る改革みたいな人たちは、社会保障費の増大こそが、日本のね、大変な部分なんだってみんな言うじゃないですか。でもそんなんでもないんですよ。割合的に言うと確かに社会保障費って莫大なんですけれども、37.7 兆円だったものが 38.2 兆円に上がっただけなんで、パーセンテージで言うと、上がり幅的には大したことない。あと地方交付税とかもそうなんですよね。上がってるけども。で、やっぱり上がり幅的にやばいのは防衛費で、もともと8兆円だったものが、石破岸田の時に 8.6 兆円になり、で、今回ですね、高市さんが9兆円にするって言ってるわけなので、もともとだからね、割合的に 7% ぐらいだったものが 8% とか 9% になってるわけですよね。だからめちゃめちゃ増加していると。で、国債費について言えばですね、24年に27兆円だったものが25年には28兆円に膨らみ、で、今回は32兆円になるということでですね、もう誰がどう考えても国債費がやばいよねっていう、やばい国債償還がですね、ここに来て大きな、財政圧迫の要因になっているというところだと思います。US ドル買って預金しようかなっていうですね。いや、でも皆さんそう考えちゃいますよね。私 YouTube 君に実を言うとね、ドルでお金もらえないですかって聞いたけどダメだと言われました。はい。
外貨や資産を用意できない貧困層の不均衛生の生活環境により感染症や餓死などが現実味を帯びてきます。現政権こそが国難ですということでですね、そうだから社会保障費をね上げられないのに国債費だけ上がってるわけですからね、どうしようもないですよね。毛沢東でも大躍進は悪かったって一応自己批判したが、その文革を始めたっていう。性感染症防止や女性の死体や保存源のためにコンドームを配布する活動もあったりするので、悪質なミソジニストはそんなことをするのは許せないです。そうですね。そういう意味でも本当ね、毛の剣は悪質ですね。はい。国防で国が倒れそうなんですが。だからこそ反権力として戦わなきゃいけないですね。はい。なので、日本を相対的に貧しくした円安、日銀のわずかな利上げなどは効果なしということで、日銀も何もしてないわけじゃなくて、政策金利を0.75% に30年ぶりの高水準まで引き上げたんですよ。しかしこれが全く効果がなくてですね、円安が止まらなかったっていうことなんですね。日本銀行から金利を上げると、政策金利を上げるとですね、金融引き締めが起こって、円安は解消されるというふうに普通言われている、経済学の常識的には言われているので、これはなんでなんだっていうことなんですけれども、ここちょっと有料部分なんで出しちゃうんですが、朝日新聞によりますと、そもそも円の信用自体が落ちていると。円は主要通貨すべてに負けており、4年間の主要通貨に対する円の下落率は、米国ドルで対 26%、スイスフランに至っては対 37% ですね、減少していると。中国人民元に対しても 18% ですね、日本円の方が下がっているというようなデータが実際に出てるわけですね。要は円の信用がなくなりつつあるので、どんどんですね、円安が進んでいって、それは金利を上げようが何しようが止められないという状況に陥りつつあると。で、ドル円レートだけを見て円安判断をする人たちは、高市政権になってから円安を声高で批判している人が知らないふりをしているが、石破政権の時はね、対アメリカ合衆国ドルで157円までつけてたんですよって、石破こそがね、円安の元凶ですって言い張ってる人たちがまだいるんですけれども、米ドルが今ですね、下落傾向にありますので、急落しているドルよりもさらに、日本円の方が下がってるということですね。なので、ユーロとかスイスフランに対してね、とんでもない額をつけてるっていうのが、市場関係者の人には言われてるんですけれども、実際に、円の価値自体が暴落しているという残念ながら現象が起きておりますね。はい。いやだから黒田さんの尻拭いしてるだけなんですよ。黒田さんがめちゃめちゃ国債発行するというアベノミクスというとんでもない政策をしてしまったので、それで混入に一致も察知もいかない状況になり、上田さんがね、腹をくくって政策金利を上げたけれども、国債費がね、ボーンと上がって、あんまり意味がなかったという最悪だみたいな状況に今なっちゃってるわけですね。はい。高橋陽一は1ドル360円になったらいいってまだ言ってるんですか1ドル360円になる頃にはですね、スイスフランとか対ユーロでさらにとんでもないことになっているのでですね、彼はあくまで円がそれなりに強い、ドルはもっと強いっていう状況で360円だったら、円が崩壊してるとまでは言えないけれども360円だったらさすがに円崩壊と言われるんじゃないかと思いますよね。そう、ドル安でこれなんですよ。日本はアルゼンチンになりかねないと言われていますが、そうですね。いや本当にね、アルゼンチンも極右の大統領になって今おかしくなってしまってますからね。アルゼンチン経済はもともとねやばかったんですけどね、というありとあらゆる人が心配している状況なんですが、こちらも朝日新聞からなんですけれども、政策金利からインフレ率を引いた値を見るとですね、そもそもですね、上田さんが決断をして 0.75% まで上げたって言っても大したことではないと。実質政策金利っていうのがインフレ率からですねマイナスしないと実際の政策金利っていうのってちょっと難しいんですけど導き出せないんですよ。でインフレ率計算だとだいたい中立するぐらいの金利が一番望ましいっていうふうに言われてまして、カナダとか韓国とかは 0% ぐらいなんですね。それぞれ0.1% ぐらいの金利なんですけれども、それに対し日銀は政策金利を 0.75% に上げた後でもインフレがすごいので実質政策金利がマイナス 2.15% ぐらいになってるんですね。だからこのインフレを相殺するためには 2% ぐらい上げなきゃいけないんですよ。でもそんなことしたら国債がとんでもない金額になるじゃないですか。だから積んでいるというですねなかなかニッチもサッチもいかないという状況に陥っているかなと思います。
そうだ、共産党の大門幹さんとか絶対こうなるよって言って警鐘のあれしてましたよね。はい。だから経済に詳しい方はね、やっぱり分かってたと思うんですけどね。はい。そうなんですよね。でもそう、だから女性総理だからまあ支援してるんだろうけど、そんなの1年も2年も放置してたらとんでもないことになるよっていう、純ちゃんさんがいつものようにまとめてくれてるので、詳しくはね、経済の話とかね、私よりよっぽどで、まとめているのでですね、こちらの動画見ていただきたいんですけど、純ちゃんさんがすごいのはね、やっぱりトルコリラのね、問題とかもちゃんとクローズアップして論じてるんですよ。トルコって、エルドアンっていうですね、クルド人を迫害してる悪の大統領が支配してるんですけど、あいつも経済政策の失敗をごまかすためにですね、インフレ放置するみたいな荒技に出たことがあったんですね。そしたらとんでもないことになって、トルコリラが紙くずになり、みんな金とかね、ドルを買うようになってしまったと。だからアルゼンチンとの比較もあるけどもね、トルコのような状態に陥るの可能性があるっていうふうに指摘されてます。興味ある人は見てみてください。で、ゴールドマン・サックスからも似たような指摘が出てて、ゴールドマン・サックスのシニアフェローみたいな人がですね、円ドルがやばいぞみたいなことを言ってるんですけれども、最近よく見かける日本円はトルコリラと同じ道を歩んでいると指摘。元ゴールドマンの為替ストラテジストで、今はブルッキングス研究所のロビン・ブックスさんという方が言ってますと。彼の論点はシンプルで、円安は一時的なものではなく、名目為替ではなく、実行為替で見ても長期下落している。金利を上げれば財政が苦しくなり、金利を抑えれば円安を進む。この二択に追い込まれている今の日本の構造が問題であり、政策の積み重ねで通貨が弱る国という意味でトルコと並べているが、ただ国債はほぼ自国通貨建てで、国債保有は国内主体で、経済収支は構造的黒字なので、通貨安だからといって、トルコのようなですね、経済状態が脆弱な国では、かろうじて、腐っても日本なので、いきなり、円が崩壊するみたいなこと言ったら、ちょっと煽りすぎだろうというふうな解説がなされてます。これぐらいのね、見解が今、市場関係者の人は結構言ってるんですけれども、妥当なところかなと思いますね。はい。アルゼンチンのようなでも自給自足までしなきゃいけないってなったらもう無理ですよね。日本できないですからね。はい。食料自給率はそう最悪の状況ですからね。で、ゴールドマン・サックスに言われるのはモヤモヤするが、日本国は政府によって近い将来に大増税と社会保障の切り下げ、さらなる物価高にさらされる可能性があるだろうと、住宅ローン金利も上がるかもしれない。一方で高市総理周辺が自分たちの危険な発言で危機を煽りながら防衛費だけは考えられない規模で増額しているということで、やっぱりリベラル派の人はこういう問題意識の人が多いと思いますし、私も賛成ですね。はい。なのでですね、普段ね、オリベ的な発言をしているこういうね、投資系のアカウントとかがですね、次々と高市政権に反対し始めてるのがちょっと面白いんですけど、これ AI 漫画なんですが、極楽なのだ。日本は物価も安いし、飯もうまい。円安とか円とか関係ないのだ。海外行かなきゃ無傷なのだ。エネルギー価格、食料輸入コスト、ドル建て、iPhone 代。お前の生活基盤は全部輸入ドルでできてるんだよって。円安っていうか、これは単に日本が貧乏になってるだけだからっていうですね。だから普段絶対こういう、だから自民党政権を批判しなさそうな属性の人たちはでもが、こういうですね、面白漫画を作って風刺をし始めてるっていうのは、いよいよもってちょっとまずい状況なのかなというふうにも思います。はい。自給自足のためには家に庭に使える土地があることが前提になるけど、これはアパートやマンションのような集合住宅に住んでたら無理なのだというそうですね。土地権にこういうね、ネオリベの人は土地権に住んでる人が多いだろうから、やっぱ危機感が強いんでしょうね。円安とか円高とかっていうか、円で保有してたり株を保有してたりする人も多いだろうから、やっぱりもろに影響を受けてるのかなと思いますね。この手の人たちが一気に高市批判に傾いたのがこの1週間ぐらいだったんじゃないかなと思います。いやー、高市内閣の支持率9割おかしいですよね。あれは偏ってると思います。ちょっと後で説明しますね。はい。ひろゆきのようなネオリベは一番金に敏感だからここら辺が一斉にダメだろうと言い出してる。そう、ひろゆきもやっぱり洗面、切ってね、ダメだって言ってますからね。やっぱこの辺の金の話には敏感なんでしょうね。でもなんでこれで若年層の支持率下がらないんでしょうかね。若い人たちはやっぱお金ないからなのかな。高市じゃなくて財務省が原因だと思ってそう。そういう人は一定層いそうですね。はい。
ちなみにジャパンイズバックキャップをですね買った愛国者の人なんですけど、ジャパンイズバックキャップがようやく来ましたが製造国を見てさすがにこれは台無しだろうという感想です。高市さんの応援はやめようと思いますということで、メイドインチャイナって書いてあったそうですいや、こういうとこまでマガの真似すんのかよという。ちなみにこれ解説すると、トランプと高市が会った時にですね、トランプにプレゼントしたジャパンイズバッグっていう帽子をグッズとして販売しているんですけれども、メイドインチャイナっていう札がついてるっていうっていうちなみにこれ全くトランプと同じでして、トランプの被ってる赤いマガ帽子ってあると思うんですけど、あれメイドインチャイナなんですよ。はい。まあ参政党もね、メイドインチャイナの服を売ってたということを言われてますけどもですね、なんかこの手のビジネス保守の人たちってメイドインチャイナの服とかグッズ売らなきゃいけないっていうなんか縛りでもあるんですかね別にね、ベトナムとかその他の国で作っていただいてもいいような気がするんですけれども、必ずメイドインチャイナって書いてあるのがまあなんか皮肉だなと思います。いや、リコア漫画みたいですよね、ほんと。だからほんとこの人多分普通に高市支持でジャパンイズバックの帽子買ってるんですよ。なのにちゃんとメイドインチャイナって書いてあって失望したみたいなことを言ってるというそう、参政党 T シャツも全く同じでしたね。これまでの自民党政治を見逃してきたツケっていう感じだ。参政党の T シャツも中国製でしたね。中国に貢ぐのが愛国者だ。社会福祉に頼れない未来はもうすぐなんだろうと絶望していますが、ではコミュニティに回帰して自助するようにも、コミュニティも崩壊しているというですね。まあいきなり社会福祉が崩壊するって言ったら言い過ぎだと思います。ただね、この状況を放置してたらそうなりかねないので、やっぱりですね、こういう軍拡ネオリベ政権には反対するしかないと思いますね。はい。高市の周囲は批判的である。高市の周囲が悪いと言い出しているのはかつての皇統派みたいですねまあ本当なんか高市さん天皇みたいになってますよね。はい。むしろおちょくってんじゃねえかと言われてるレベルと、まあさすがにこの人はね、直接高市を批判してますけど。で、まあ、極めつけの援軍というかはですね、この人でして、楽天の三木谷さんが突然高市を批判し始めました。申し訳ないが、高市政権は全く経済が分かっていない単なる財政ばらまき政権であると。まあもともと割とねリベラル寄りなこともしたりガザに寄付してくれたり、そこは感謝してます。ありがとうございます。ネオリベの三木谷さんなんですけど、まあ普段絶対言わないようなことを言い出しまして、高市政権では結局ガソリン税103万円の壁を引き上げて減税に見せかけているが、法人税引き上げ金融増税などで帳尻を合わせるだけでマクロでは全く減税ではない財政ばらまき政権だ。最終的には増税にならざるを得ないのだ。増税は良くないというですねまあ経済界でもねかなり極端な思想の人だとは思うんですけれども、まあでもこういう声が大きくなってくると、まあだんだん経団連とかね関係者の人たちからも見放されつつあるのか続けていくのじゃないかなという気はいたします。はい。いや皮肉ですよね、こういう人たちがなんかね本当に高市さんに期待してたであろう人たちがね批判せざるを得なくなってるっていうのは皮肉な話だと思います。投票できてない保守派の人たちってもうなんか行き場なくなってますよね。立憲民主党に応援してくれよって感じですけどはい。そう、三木谷さんはね、だからパレスチナをね、支援してくれたり、意識は高いんですけれどもね、思想的にはね、完全にひろゆきみたいな人なので私は普段は全然意見が合わないんですが、はい。そうですね。でも社会保障をね、崩壊させようとしてるのはね、高市さんもね、オリベ派の人もね、変わらないのでね、そこは注意した方がいいとは思います。はい。で、まあ、東京新聞が最後に書いてくれてるんですけれども、最後に紹介するんですけど、偽サッチャー、自滅的、時代遅れ、高市早苗首相の経済政策を海外メディアが酷評ということで、まあ先ほどのね核の話でも言いましたけど、もはや日本もねこの後も言いますけど海外からの目を通さないと政権の正しい姿っていうのが見えなくなってきてんじゃないかと思います。ロイター、エコノミスト、テレグラフなどが一斉に高市政権を批判し始めていると。ロイター通信が自滅的である、自民党への支持を損なうリスクがある。エコノミスト、高市のリスクは時代遅れであると。米ブルーグマーク通信ともども、他国から一気に資金が流れる資本逃避が生じかねない状態であると記していると。偽サッチャーと称したのは、イギリスのテレグラフである。サッチャー氏は政府が市場に介入せ
せず経済活性化は市場原理に任せるという思想であった。高市氏は経済に国家が介入することに全く躊躇がないように見えると、経済思想の面では全くね対照的というかサッチャーに失礼であるというですねちなみにテレグラフってすごい右派ですからね。普通にだからイスラエルを支持してたりとかトランスジェンダーの人を叩いたりしてる新聞なので、高級紙の中ではかなり右寄り、読売新聞とか産経新聞とかに近い立場だと思うんですけど、その人がですねサッチャーにぶち切れてサッチャーをね侮辱すんなみたいなこと言ってるわけですよね。もうこれはもうどうしようもないですよね。実際言ってることその通りだしね。はい。もちろんサッチャーの思想は正しくないですよ。サッチャーの思想もネオリベラルの典型的なね元祖なので正しくはないですけれども、高市さんがねサッチャーみたいなことを言ってるのは本当おこがましくて、ジュンチャーさんなども指摘してるんですけど、日銀のね独立性をもう既存してるわけですよね。だから日本銀行が何しても無駄っていう状況に陥らせてるのって高市さんがね為替介入とかねもう厭わないみたいな姿勢を示してるからなのでですね、だから国家社会主義者みたいなね政策をやっているわけで、サッチャーを名乗るのは甚だ失礼な話だろうなと私も思います。はい。もうよくでもさすがにあかんやろみたいなポストする人さすがに言えましたね。そうですね、ネオリベラ派の人はねだいぶ手のひら返してきましたね。この流れが続くといいんですけどね。多くの人が高市がダメだと思ってとしても参政党に行きそう。いや極右の人たちは変わらないでしょうね。よかったね、高市くん。サッチャーだってよ。サッチャーにすらなれないんだけど。テレグラフはもうサッチャーの名を名乗るなって言ってるわけですよね。サッチャーパックで高市ジェットストリームアタックだね。最悪のトリオだな。おびえせいさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、ちょっとあまり私のラジオでは語らないですけども、経済もとんでもねえことになってるよというちょっとお話をさせていただきました。よかったらいいね、高評価とよろしくお願いします。お水飲ませてください。はい、失礼しました。最後になんですが、ですね、最終章です。なぜ高市早苗さんはこんなにも支持率が高いのかという皆さんがね、疑問に思ってらっしゃる話を、したいなというふうに思っております。高市内閣の支持率がこれでも 67% だそうです。核を持ちてとか、偽サッチャーとかここまで言われて 67% なぜですかってなんだこれはっていうですね、さすがに私もびっくりしたんですけれども全然落ちませんね。はい。不支持率も 22% で大きく変動せず、内閣発足10月以降3ヶ月連続で支持率が 65% 以上となり 67% は最も高い水準であると、石破さんをね完全に凌駕しているわけですよね。所得税の年収の壁を178万円に超えたのはですね国民民主党ですけれども、さすがにそれ高市のねおかげじゃねえだろって感じなんですが、そういった政策も評価されてなのか、支持率高止まり止まらずという、状況になっておりまして、さらに極端な調査では先ほどもコメント欄でありましたが、中国への政府の対応を評価する 59%、 高市内閣支持率 75% という、これフジテレビなんでさすがにね偏ってるだろうという感じなんですけど、高市内閣の支持率をですね 79% と見て、特にですね、若者層の支持率は9割を超えているというような、報道も出ております。なんでやねんっていう感じなんですけれども、実際フジテレビの調査なんでなんかその操作はしてさすがにしてないと思うけど、偏ってるんじゃないかと言われていて、高市さんに対してどういうふうに思うかとか、その質問の仕方とかによってね結構支持率って変わるので、有利なね調査をしたのではないかとは言われてます。ただですね、フジテレビ系の調査だと支持率 75% 前後、若者層に至っては 90% 前後というような結果が出ております。はい。というですね。
本当ね、この支持率がやっぱり最大の謎かつ問題なんですよ。はい。高市、小泉、神谷、吉村が揃った来るぞ言うわって。君ら何が見えてるんですか？高市さんの得意分野ってなんだよ。なんでや。関西メディアとメディアの対話のせいでしょう。どう考えてもおかしい。各国の新聞見ないとわからんとはですね。いやでもね、やっぱりここまでで強く批判してるメディアがないっていうのがね、やっぱりこの高支持率を支えてる感じはしますよね。結局こういうのってどう受け取っても陰謀論じみた感じになりがちだし、選挙までよくわからんというですね、もちろんね、今の段階で支持のですね、主体を超えるのはですね、陰謀説になりかねないですし、まあ支持率は支持率としてですね、受け止めざるを得ないんですけど、まあやっぱりアイドル化してんじゃないかということがですね、毎日新聞の論評では報じられております。毎日はね、こういうちゃんとした記事を、この記事大変面白いので、本当はね、皆さんに配って読んでもらいたいんですけど、有料記事なんですよ。有料にしないでですね、ちゃんと公開してほしいです。はい。高市早苗首相のアイドル化、若年層は同じ政策でも評価が変化しているということで、なんとですね、毎日新聞の調査によると、若年層ほど減税政策であるとか、まあ国民民主が推してた、所得の壁の撤廃であるとか、そういったものを強く支持している傾向が間違いなくあったんですよ。間違いなくあったんですけど、高市さん消費減税しなかったじゃないですか。で、しなかったら普通支持率下がりますよね。高市が裏切ったって、私たちの期待を裏切ったぞっていうことで、普通支持率が下がるものなんですけど、なんと若者層に関しては逆にその高市政権の支持率が維持されて、消費税への評価が仕方がなかったみたいな感じにですね、意識が変化してるんですよ。消費減税と国民の一律現金給付が経済政策に盛り込まれなかったことについてはちょっと有料部分になっちゃうんで出せないんですけど、もともとですね、妥当とは思わないという評価がですね、大半を占めていたんですけれども、なんかね、高市さんになったらまあ妥当だろうみたいな感じにですね、そのぐにゃ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 っとその評価が変化して、要は高市さんを支持し続けるっていうところは変わりないんだけれども、経済政策に関してその消費減税をしなくてもいいよみたいな方向にですね、なんか高市さんに優しいまあ評価に変わったと。要はこれは高市さんがアイドルだから、アイドルは何をやっても許される状態なのだという風に結論付けるしかないみたいな感じになってるんですね。やっぱそういうことなのかよって思うんですけど、まあフジテレビがね、推し活などとしてですね、なんか高市さんのペンが流行ってるよとか、高市さんのバッグが流行ってるよみたいな話を一生懸命言ってたのはですね、皆さん覚えてるかと思うんですけど、やっぱりそういうことみたいですね。はい。つうことでですね、支持率 90% とか共産圏なのか、毎日新聞を差し入れてくれ、ドフキを得て解散総選挙やってくれ、カリスマなのかっていうですね、まあそもそもまあ野党に対してイメージが悪いっていうところプラス、まあ高市さんのやっぱキャラクターが受けている、押せるで、高市さんは自民党はなんか嫌だけど高市さんは信頼できるかもしれないっていう人がやっぱり多いというところですね。はい。そう、斉藤元彦と同じですよね、この支持の仕方は。斉藤が何言ってもね、斉藤のキャラで押し通すっていうですね、本当に。そう、推し活になっちゃってんですよ。本来の趣味のアイドル石像にでもなってほしいわ。JR ネットのアンケートだと母数1万で不支持 80% 超。そんな偏ったアンケートあるんだ。そうなると怖いですね。そうだ、ドラマのね、話もちょっとしますけれども、もう完全にだからアイドル扱いですよね。はい。で、まあこれってでも、小泉政権の時からやっぱり言われてる話らしくて、海外の研究なんですけど、日本政治は大統領選挙化していると。政治指導者と評価と投票の選択を検討するって、これ2015年のレポートなんですけど、まあ安倍政権とかね、小泉政権とかを、研究したもので、まあ興味ある人はですね、詳しくは見ていただきたいんですが、日本においては、まあ、首相とか特に政党代表者が大統領化してると、まあ、トランプ化してるというような感じですよね。2000年以降には、主要政党の指導者のほとんどに対する評価が、各政党の選挙成績に大きな影響を与えていた。
つまり政党の指導者は、その性格ではなく投票行動に影響を与えていると。ということでですね、ちょっと訳文がちょっと分かりにくいんですが、要は指導者、小泉みたいな人気の指導者がいてカリスマ性があると、自民党支持者でなくても自民党を選ぶっていう傾向が、2000年代からすでに出てるんですね。ポピュリズムですよね、いわゆる。だから日本ってもうポピュリズム政治がもう完全に定着しちゃってるので、カリスマ的な存在が出てくると、なんていうか、リーダーにこの人が選ばれたんだっていうですね、そういう効果が働いて、特に支持してない人でも、なんかあの人は良さそうじゃないかみたいな感じで支持してしまうというですね、現象が。確かに小泉でも安倍の時もそうだったし、高市さんに関してもそうだと思うんですけど、やっぱりですね、政治家がアイドル化してしまうという、状態に陥っているようです。はい。だからね、そりゃ石破さんみたいなタイプは人気出ないよなと思いますし、だからですね、なんともしがたいですよね。ここまでポピュリズム化が進んでしまったとなると、なかなかそれをですね、構造的に変革するっていうのは厳しいのかなという気もします。はい。そう、人柄が受けてるんですよ。そう、人柄が支持するっていう人がね、7割とか8割とかいるんですよ。信じがたいことなんですけど。そもそも高市さんがどんな人だか知らないでしょって感じで、イメージで決めてるんでしょうね。はい。そう、サナエカの歯ブラシみたいなのをね、6000円で公式グッズで売ったりで、さっきのジャパイズバッグの帽子とかも値段でつけて売ったりしてるわけなんですけど。本当推し活ですよね。アイドルなんですよ。野党は下品、野党はヤジばかりで代替案を出さないという政権野党の大ボラにしかぶれないですからね。本当ね、やっぱりイメージの問題ですよね。だからメディアの罪も非常に大きいと思います。ピーターがビーガンハンドバッグを送ったそうです。そうなんだ。素晴らしい。嫌味ですね。はい。要は周囲に流されやすいということなんですかね。危ない国じゃないですか。そういう報道ばっかりだからマスゴミって言われるんだよっていうですね。いや、ほんとね、推し活化してるのはね、マスコミの罪正直重いですよ。本当に。TikTok とか YouTube でね、そんな変な動画がいっぱいあるみたいなね、話じゃないですからね。ちなみにね、ちょっと今、あれがあったので、私取り上げる気なかったんですけど、アイドル化のね、象徴の一つとも言えるので取り上げますが、歯ブラシが6600円で販売されてました。高市首相事務所公認グッズの強気価格が物議、商品には日本列島を強く豊かに、この歯ブラシで新年を迎えてみてはいかがですか？こんなコピーで販売されている歯ブラシが現在 SNS で話題だ。値段は歯ブラシでは破格の6600円。そして何より驚きなのが、この商品が高市早苗の公式グッズだということだということで、女性自身などが飛び上げてるんですけど、さっきの帽子は1万円超えだそうでございます。ほんと信じられねえな。メイドインチャイナのものを1万円で売らないでくださいという感じなんですけど、これがね、やっぱり高市さんのを支持する人たちの推し活化に拍車をかけているのは間違いないだろうなとは思いますね。いやー、本当ね、ポピュリズムをなんとかしないとね、側にも解決しようがないですよね。だからマスコミもやっぱりメディア、私たちも変わるしかないんですけれどもね。はい。政治家がアイドル化は本当にまずいですよね。本当に6600円ですからね。あれぶったまげましたよ、正直。あまりにくだらなかったのですいません。取り上げないつもりだったんですけど、でも確かにね、この推し活ポピュリズムをね、象徴する一枚ではありますね。ちなみに商品はこんな感じでございました。で、サナエ愛用歯ブラシセット200点限定というこんな感じでですね、本当にこういう商品ページであったんですよ。信じられないよね。買っても使わないで飾っとくだけだとは思うんですけどね。はい。ということでですね。ただこういうね、スーパーポピュリズム戦略を誰がやってるのかっていうと、やっぱり電通じゃないかって言われてんですね。先日ですね、3週間ほど前なんですけど、11月27日に、リハックというですね、邪悪な、YouTube チャンネルがあるんですが、安倍菅岸田を支えた男、衝撃告白、首相官邸クリエイティブディレクターはなぜ辞めたのかということで、電通の中の人がですね、なんと、政権の裏話を喋ってくれるという、なかなかリハックにしてはなんかすごいまともなジャーナリズムをやってる。もちろんリハックだから、全然電通を批判してるつもりじゃなくて、
この人を好意的に取り上げてるんですけど、この彼曰くですね、俺は若手のクリエイティブディレクターでできるから官邸の中に入ったけどね、総理ともねパジャマで一緒に話したぜみたいなことを割と自慢げに語っております。リハックなんでちょっとあれなんですけど、興味ある人はぜひ見てみてください。やっぱりね、電通の人たちが安倍晋三以降特にですね、強く官邸の中で口を聞かせるようになって、こういうねクリエイティブディレクターグッズをねどれぐらい販売のとかに関わってるのか知りませんが、小泉進次郎がね、首相になるかもしれなかったので、そういう小泉純一郎的な戦略をですね、電通はもともと企んでたんじゃないかっていう、これはね、私の勝手な予想ですけれども、気がするんですね。でも、高市さんにした方が、初の女性首相だし、キャラも立ってるっていうことで、思わずハマっちゃったみたいな、もしかしたらそういうところなのかなという気もするんですけど、ただ電通がね、全てを支配してるっつったら陰謀論なので、もちろん誰が仕切ってるのかは分かりませんが、でもね、高市さんのこういう広告戦略とかはポピュリズムは明らかに意図的なものだろうなとは思います。はい。わざとじゃなかったら6600円の歯ブラシは作らないですからね。この価格なら100年ぐらい持ってほしいよね。革バッグを愛用してるからやめてねということみたい。やっぱりそうですよね。ピーターの人たちはね、素晴らしいですね。はい。そういうね、嫌味は素晴らしいと思います。2本しか売れてないという情報がある。そうなんだ。さすがに売れなかったか。文化交流では任天堂呼べない高市を。それとかも安倍さん言うの劣化コピーですけどね。歯ブラシという定期的に変えなきゃいけないものにこんな金額出せるか。政治家という肩書きに権威を感じるといかんのやなと、国王じゃないんやでっていうね、ほんと天皇か国王みたいに扱われてますけど、本当に良くないですよね。権威主義ですよ。はい。ビジネスホテルのアメニティでフリーなもんに6000円も出すんかよってということでですね。はい。で、そういう戦略の一環ではないかというところで、先ほども出てましたが、今朝は官邸にデーモン閣下、小室哲哉さん、ウェッチさん、こっちの健人さん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているスーパーアーティストやクリエイターの皆様、そしてそのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様にお越しいただきました。コンテンツ業界がうんぬんかんぬんということで、はい、もうコメントのしようがないんですけれども、押井守さんよって、あなたはあれですかって、これわざと皮肉で参加しました？それとも本気で高市さんについてきなんですかね。いや、やめて勘弁してくださいよっていう感じですね。いや、でも正直、こっちのケントさんが来てしまったのは正直結構ショックです。ファンだったので。はい。こういうですね、露骨ななんかサブカルチャーとか人気の人たちをですね、なんかほんと電通とかオリコンとかが考えそうなメンツなんですけれども、お呼び集めになられましてですね、わざとらしくクリエイティブ戦略を解くという、マーケティングをされてまして、これが16万いいねすでにされております。はい。どう考えてもポピュリズム政権ですね。はい。こういう感じでですね、もう政権の経済政策とか外交政策とかに関係ないところでもう人気を取ってしまうっていう戦略なのかなと思います。現在高市は天皇より偉いという主張するツイートがありました。いや、実際そう思ってそうだよな。高市は絶対電動歯ブラシを使ってるだろうっていう解釈違いのツイートがあったエイウィッチさんでした。失礼しました。何これ、文化にたどどりしてんの？いやー、でも自然と集まったんだったら割とショックなんですけど、押井守さん完全に裏切りじゃないですか、これ。いや、総理に呼ばれてきてやったって感じだとは思うんですけどね。はい。いや、でも押井さん、ハンポリコレだからなって、確かに怪しいわ、怪しい。こっちのケントさん悲しいですね。脱権のせいで生きづらくて曲を作って歌うようになって輝いているという方なので、あからさまに優勢しそうな高市政権に勝ち続くのはやめてほしかったですね。はい。ビッグマウス的なところもやっぱりハマってるんでしょうね。こういうポピュリズム戦略にはね。はい。Twitter の投稿にやたらと力を注ぐ一方でメディアの取材には消極的っていう。そこは本当ネット右翼というか、こういうポピュリズム的なね、ノリが見えるんですけれどもね。はい。
本人たちには呼ばれてから来たとしか思ってないのかもしれませんが、その選択が悲しいですね。いやでもここにねバッジつけてきてしまったらね、そういう風にこうやって写真撮られるわけですからねあなた方これからそう見られますよって分かってますっていう風に言いたいですけどね。はい、SNS 戦略しか力を入れてないのではないかと。やっぱ高市人気をね支えてるのはこういうねSNS 戦略であったりアーティストへのこういうコピというか、だったりするのかなという気がしますよね。デーモン閣下も相撲好きだからなというですね。ちなみに相撲の式典にですね、高市さんなんかあれ相撲協会側でしたっけ、載せない、土俵に載せないみたいなこと言ったの、あれどっちでしたっけ。さすがに差別だと思いますよ、あれは。載せろよ、日本国首相だぞって。何様やとさすがに思いました。さすがにね、そこだけはね、私はね、女性差別には許せないので、そう思いますが。という感じですね。あと先ほども指摘ありましたが、ドラマージャパンにて開催中の日本のドラマー人気投票なんですっていうのがやってるらしいんですが、12月24日の結果発表を前にとんでもない事態が起きています。プロドラマーやレジェンドたちがひしめくランキングの中にあの方が、そう内閣総理大臣高市早苗さんがランクインしました。なぜここにと言われる方もいられるかもしれませんが、実は彼女は学生時代はハードロックバンドでドラムを叩いていてガチ勢ではあるんですと。うるせえわっていう感じなんですけどもう高市のドラム好きとかハードロック好きとかヘビーメタル好きとか散々聞きましたよ。だからドラマージャパンさんがさ、公式がこういうこと言っちゃダメでしょって思うんですけど、なんかな、こうやって自らね媚びをへつらっていく文化人の人とかもこれから続出してくるのかなと思うと本当に嫌になりますね。はい、最低だなと思います。こっちの人たちはまだね呼ばれてきてるだけかもしれないっていう擁護の余地はあるけれどもね、このドラマージャパンさんはね自分から高市に投票して媚びへつらってるのでねほんと最悪の類だと思いますね。はい、そう本当イメージでしか政治家見てないんですよ。だからこうなってるってことですよね。ポピュリズムの極致だと思います。はい。デーモン閣下はロックバンドの広島フェスに出て反戦反権力局に参加してますね。何してんのマジでっていうあからさまにポピュリズム度胸中すぎる。めちゃくちゃ差別ですね。っていうか女相撲もかつてたくさんあったはずなのにいつから女性を土俵から排斥するようになったのか。いやほんと差別ですよね本当に。あれは本当やめた方がいいと思います。エイチはもちろん AK69 が19年に安倍晋三と会談したことあったけど極右政権にすり寄るラッパーダサくて助かるわってワールドワイドスキッパーさんだ。いやーほんとねAK69 もそうだけどね、ほんとねラッパーの人とかねラッパーとかロッカーの人がやっぱりすり寄るのはダサいですよねマジで。はい、高市資金的には乗らない方が伝統的で得なんじゃないでしょうか。忖度すぎて笑えない。女性総理というところに、でも女性総理だからって、ノリで支持してるってやっぱり人が多いんでしょうかね。はい。こうなったら反省を掲げるドラマ出てきてほしいですよね。はい。村上隆さんはもともと割とそういう人じゃないですかね。すり寄るっていうほどではないけど、権力とは近いですよね、どっちかというと。仮にも音楽やってるなら反権力であってほしいわっていう今ね音楽家でもね反権力でない人が多いですけどね。飴のうずめの御事をどう思っているんでしょうか。日本神話を軽視する愛国者は面白すぎますわってプロのドラマーに失礼だし、ドラマーの人のチャンスが奪われたことではありますよね。乗ったら乗ったで特別な女性にしかならなくて、どっち転んでも白つくし差別の解消につながらないと思うんで、スルーしくしかないかも。そういう考え方もできるかもしれないけどね。結局に相撲協会側がね女性差別をやめてくれないと解決にはならないですよね。はい。ということでですね、ポピュリズム全開の高市さんなんですけど、ご本人の健康不安がこれデイリー新潮なんでちょっと眉唾なんですけれども囁かれてます。片足は人工関節でろくに睡眠が取れていない、激痩が不安視される高市首相の体調ということで、確かに最近ね痩せられてると思うんですよね。
痩せられてると思うし、まあ睡眠不足だというのはずっと言われてることですし、まあなんか官邸にはずっと引きこもっているとか、休んでる時はちょっとね、声をかけられないとか、まあ2、3時間しか寝てないとかね、いろいろ言われてるわけですけれども、まあ片足もね、関節が人工関節だっていうことで、いや休めよっていう話ですよね。だから体力に不安があるんだから働いてまいりますみたいな、そういう強がり的なことは本当言わないでほしいですし、それでね、弱い立場の人たちを踏みつけてるのは本末転倒だというふうに思うんですよね。だからせっかく女性総理なんだから、その弱い立場の人にね、配慮することが全然できるはずなんですけれどもね、やっぱり極右だからやっぱできないということなのか、って思いますけれども、まあ高市さんをだからね持ち上げて働かせまくろうとしている人たちはね、ご本人のことをね何とも考えてないし、やっぱりアイドルとしか思ってないでしょっていうところは指摘しておきたいですね。はい。モマスターはどうなんだろう。一応全員反差別のような気がするけど、って信じたいけどな。高市社、オバマ、ケンドリック・ラマーとジャネール・モネーが合ってるだろうって擁護してたけど、オバマは極右じゃないの。その比較はないですね。オバマとケンドリック・ラマーは思想的にそれなりに近いでしょ。確かにオバマもね、シオニズム寄りのところあったりとか、まあ保守的な人ですけど、どっちかというとリベラル保守ぐらいの立場の人ですけれども、別にケンドリック・ラマーとそこまで遠くないでしょ。はい。相撲協会は女性差別もそうですが、可愛がりとかわけわからない酒盛りをやめてほしいですね。いや、本当はハラスメント体質変えないとダメだと思いますよね。私相撲詳しくないからあんまりあれですけど。いや、本当休んでほしいですよ。もう、総理やめて休んでくださいよ、本当に。そうですね。結局、家父長社会に融合しちゃった結果ですよね。休んだら働いての撤回をしなきゃなんないから面倒なのかもしれないですけどね。高市さんも働いて発言をしたテーマ、引っ込みがつかなくなってんのかもしれないですけどね。そう、戦中はね、そう、軍歌の応募をね、新聞がやったりとかですね。まあ、こういう周りのね、悪い人たちがやっぱり高市ポピュリズムを支えてるのだなという話なんですけれども、ということでちょっとね、話題を、同じ、ポピュリズムの問題なんですけれども、ちょっと転換して、高市さんの周囲にはびこるポピュリストのね、とかレイシストの人たちのちょっと話をしようと思います。東京 MX テレビ、藤井兄弟教授との対談30分では、後半日中関係に絡みナラティブについて論じております。ナラティブとは世論の受け止め方が賛否両論に分かれる重要テーマについて自らの信念や価値観に基づき自らの正当性を訴え説得するための論理立て大義となっております。日本は事実に基づかない中国の政治宣伝にはよさず、ひるまずあくまで事実や誠意を選び、毅然と冷静に科学的根拠や法の支配を重んじる倫理的態度を貫くことが結果的に日本の信用や発言力を強くすると思います。有村春子、藤井聡ということで、でも笑わせに来てんのかって感じなんですけど、そういえばこの東京 MX のロゴって村上隆さん作ですよね。なんで藤井聡を根拠に科学的根拠や法の支配みたいなことが言えるんですか。陰謀論者でしょその人はっていう。だからなんかね、割とね、女性議員同士でね、高市さんとも仲良しと言われてる有村春子議員なんですけれども、だからね、なんかほんと高市さんの周りって高橋陽一もそうだけど、こういう人たちしかいないのかなっていう気がしますよね。それは陰謀論とかにハマるよなっていうふうに思うんですけど、はい。もう藤井聡を引き合いに出して科学的根拠とか言ってるのはね、ギャグですね。もはや。はい。石破さんがやんわりとフォローしてくれてましたけど、働いてが流行語大賞とかになってね、いや、それも本当オリコンが仕掛けてますよね。あれ、だってわざと選ばなきゃね、ならないでしょう。ここで倒れて緊急退陣されてもその後の処理が大変ですからね。それは本当ね、だからね、ちゃんと健康問題で倒れる前にやめてくださいよって感じですよね。兄弟はこの人を何とかすべきだよと、この世界の日本の話なんですが、よう言うわ。ろくでもないのしかいないよね。はい。ろくでもないの2なので、ちょっとすいません。動画を流しはしてしまいますが、30秒ぐらいあれだったらミュートしててください。ブロックなんですけど、ブロックでいいですよね。
だって私の政治家全員がツイッターが義務でそれが仕事ですって言われてたらそれの情報を人に見えなくするのはいけないだろうって言われるかもしれないですけど、これ義務じゃなくて趣味なので、趣味の世界で楽しくやってるのにいきなりね、道歩いてて殴りかけられたらそれはもうご用ご用っていうのが私もと思ってるんで、私も最近ブロック派になりました。よろしくお願いしますはい。まあ河野太郎ブロック議員とね仲良く話している小野田公美さんなんですけどまあ記者会見でも非常になんかいたけだかな態度を最近取ってると言われる小野田さんなんですけどね、政治は趣味なんですって。すごいですよねこの発言趣味公職政治家がツイッターやるのが趣味でもうええ加減にしてほしいわ。趣味であなたは政治やってるのっていう。まあでも小野田さんは本当に趣味で政治やってるんでしょうね。わかりますよ、そういう人だっていうのはわかりますけれども、趣味で政治をやらないでください。政治は仕事でしょって思いますけどね。はい。本当きついですねいや、ほんと趣味アカウントと分けろよ、そんなこと言うんだったらって思いますよね。SNS やめるか分けるかしろやっていう。はい。あなた政治家でしょって、公私混同極まりないわ。勘違い甚だしい。こういうのが日本に好まれるのかっていう、そうなんですよね。まあこれもポピュリズムの一種ではあると思うんですけどね。遊びでやってんじゃないんだよっていや、本当ね、まとめて総辞職してほしいですよね。まあ、高市さんの健康問題とかはあるかもしれないけど、本当まとめて内閣総辞職するしかないのではないかと、まあ、この人たちを見てると思いますね。いや、だからさ、本当政治家が趣味で発信するとか、ちょっと一瞬消えますけど、趣味で発信するのおかしいでしょ。趣味でヘイトスピーチをね、の犬笛みたいなことを言ったりとかね、趣味で人を傷つけるようなことをね、それは政治家だったら時にはね厳しいようなとか物議を醸す発言だって私もしたことあるかもしれないけれども、趣味でそういう発言をしてるんですかってあなたはって今すぐ SNS やめろやっていう感じでしかないですよね。はい。アカウント公人バッジあるんでしょって元彦と小野田は同じ箱ですっていう、そういえば元彦君はご多忙を極めている中でもセクシー投稿にいいねしてたそうですね。はい。まあ彼もね、だから政治を趣味だと思ってる類の人間ですよね。ほんとひどいわ本当にひどい。経済安全保障大臣がこの程度の政治認識であれば経済が衰退するのもさもありなんですということで、そう経済安全保障できてないですからねだから円安になって高市さんも困ってるでしょう。どう思うんですかねっていうことなんですけど、まあちょっとね醜悪なツイートがいろいろ続いてしまうのであれなんですが、銀座谷沢東京5代目店主より銀座を歩くと日本語が聞こえてくる日本の街に戻りましたということで、これがなんか10万いいねされています。お帰りなさい。銀座の空気と日本語の音はほっとしますよねということで、これが10万いいねっていう感じだし、まあなんか銀座の名店らしいし、まあ知らないんだけどどうでもいいんですけれども、いやという感じですね。だから要はまあこういうなんかね、なんか排外主義によって国が良くなるみたいなことを考えてる人たちはやっぱりこういう本心なんだろうなと、外国語を聞きたくないというですね、耳障りだというまあ感情がまず頭に来ていて、でそこからですね敷衍してなんかその排外主義をすればですね私のいい環境になるみたいな発想なのかなと思うんですけど、それでどれだけの人が傷ついたり仕事楽したりしてるか分かってんですかね。まさかの知事アカウントでエッチなのにいいねするとは思わなかったわ。小野田の趣味ツイッターでヘイトを煽るになるっていう。いやだから小野田さん趣味でそういうことやってるってことでしょ。とんでもないですよね。はい。差別主義者しかいない街、ウェルカムトゥヘルジャパン。見てたら店のアカウントだったし、このツイート固定してるし、外国人の人が見たらどれほどの恐怖なんでしょうか。日本語だっていろんな方言があるのに一つの言語喋ってるわけないでしょっていうですね。いや、本当ですよね。だから東京の人たちの悪いけど、なんか傲慢さみたいなのも透けて見えますよね。それぞれ方言があってね、いろんな言葉があるんですから、日本国内だってね、アイヌの言葉もあるしね、琉球諸語もあるわけでしょっていうことを全然考えてないですよね、この発言はね。はい。
で、まあ他の陰謀論者なんですけど、昨晩はすごいメンバーが集結しました。よくぞこれだけメンバーが見事に時間を合わせられたのだと思います。原口和弘さん、飛鳥さん、小田善光さん、ゆきさん、河合祐介さん、絵本作家ロビンさん、ゆりさん、ゆきこさんなど、皆さん X で YouTube でつながっている仲間たちのオフ会でした。という名の日本最高作戦会議、絶大なパワーをいただきました。光の笹生へ Here we go! ということで、いやー、もうこれも言葉がないですね。もうすごいメンバーだな。確かにこれだけの人たちをよく集めたなという感じではありますよね。まあただ高市さんはやっぱり支持してるのはこういう類の人たちなのではないかという偏見が強化されるのですけれども、それはね一部の人たちだとは思うけど、でもなんとなくこういう雰囲気がいいとか、こういう人たちの言ってることがいいみたいな社会の空気が形作られているというのはね、正直に言って恐怖を感じますね。はい。ということでですね、銀座谷沢ってカバンやバッグとか財布とかロコモノを扱ってるんですね。買いませんねって英語には文句言わなさそう。いや本当に英語には文句言ってないですよね、多分ね。オーバーツーリズムが改善されるのと、その多すぎる観光客が全て外国人であるわけないだろっていう飛鳥に原口のびみとかなんでさってミラン大集合、確かにすごい。河合祐介はのびみだ、お酒真っ暗の間違いだろ。この集合写真、いずれ何らかの罪で逮捕された時に便利そうですね。ディズニーハロウィンか。いやでもね、こういう人たちがふんわり排外主義みたいなのをドライブさせてんでしょうかね。いや、ほんとね、チャゲさんに謝ってほしいわ、アスカさんには。本当に。ひどいよ、あなたは。ありとあらゆる人を裏切ったでしょう。はい。まあですね、ますます日本のあれに希望が持てなくなっていくんですが、はい。先にこっちを示そうかな。まあ他の陰謀論者の人たちもいろいろ活躍しております。芝公園の移民政策反対デモはピーク時で130人でした。YouTuber が主催し、陰謀論集団や地方議員、幸福の科学関係者が登壇しました。差別に抗議する方々の秀逸なツッコミやプラカードに苛立ちつつ、自前の消防車を先頭に、外国人に襲われていいのか、JICA買いたいなどとわめきながら東京駅前で行進していましたということで、まあ、カウンターの人たちがね、このように陰謀論と排外主義読みなさいという風に言ってる、まあ、東雲という悪質な YouTuber なんですけれども、でもね、にもかかわらず、まあ、ちょっと、無理くり更新してしまったらしくて、130人ぐらいですね、ずっとこんな感じの日の丸掲げた人たちが、歩いていたそうでございます。なんかこういう運動が本当カジュアル化してるのが非常に嫌な雰囲気ですね。はい。まあ一部のやっぱり得意な人という感じではなく、なんかね、その辺にいるような人たちが、まあこういうデモに参加してるっていうのは恐怖感が強いと思います。そうですね。こういうふんわりしたやっぱ排外主義者なんでしょうね。はい。河合がこの先に一番真っ先にいなくなったことになりそう。インド系の子供が自分のものを盗もうとしたツイートが人気になっていて、その反応に災害が起きたら防犯に努めなきゃいけないというすっとぼけかわけでわからないものがあります。はい？そんなのがあったんですか？それちょっと見てなかったな。いやだからそれ差別そのものですからね。はい。人種によってだから犯罪者がどうかみたいなのを見るっていうのは差別ですからね。河合祐介のせいで映画のジョーカー見る気がしました。まあ今はもう見なくていいような気がします。私はあれジョーカーのオリジナルは好きだったけど、陰謀論者の活躍の場を本当奪わなきゃいけないですね。いや、プラカスいいですよね。陰謀論と排外主義読めって、これちゃんと QR コードまでついてるんですよ。日の丸の価値を自ら手で貶めておいて、ね、国旗損壊罪を生むなんて国旗以外の何者でもないですね。まあその中でもですね、まあ先ほど、登場した人物の一人ですが、河合祐介は赤羽駅周辺において常に4人ほどの集団で行動している。これは南浦和駅か赤羽駅間の各駅構内または電車内において意図的に標的を探していることを意味しますという、ちょっと物々しいこれツイートだったんで、って思って私読んだんですけど、ちょっと読みます。実際の手口としては、同行者の一人が周囲に気づかれないよう、何の、理由もなく突然無関係な男性の腹部に拳で殴打を加えた。被害男性は何が起きたか理解できないまま反射的に自分の身を守ろうとしただけです。しかし、男性が自己防衛を始めた瞬間から動画撮影が行われ、その映像が切り取られ拡散されてしまいました。
警察による約13時間に及ぶ調査の結果、最初に暴行を加えた人物が逮捕され、外国籍男性被害者ですねは正当防衛であると判断され釈放されました。この事実が事件の本質を明確に示していますと。これ動画もだから河合本人が上げてるので、これおそらく事実ではないかと思われるんですけど、要は河合の仲間が外国籍とおぼしき見た目の男性に外国籍かどうかわかんないですよ、だって日本人かもしれないでしょ。ということは言っておきますが、暴力を加えたんですよ。暴力をで、通り魔的な暴力を加えて、当然ですけれども反撃されますよね。で、反撃したところでこういう風にね、またクルド人のやつがみたいなことを言ったりですね、クルド人なわけねえだろっていう感じですけれど、この国に日本2000人ぐらいしかクルドの方いないのでですね、それはないと思うんですが、とにかくなんか河合がそうやってヘイトを煽る動画をまた作ってこのように公開していたそうです。いやでもこれ本当警察にね、当然犯人逮捕されてるので当然ですけれども、河合も祐介も何らかの罪に問われるべきじゃないかと思いますよ。だから計画的な暴行ですよね。で、暴行を加えて、だから自分の動画を収益化するために暴行事件を意図的に起こしたっていうことだから、なんかそれこそ共謀罪とか適用できるんじゃないかなと私左翼なので、何でも共謀罪みたいなこととか警察とか言うのは反対ですけれども、基本的にはい、なのでですね、河合祐介は早く逮捕されてほしいなと思います。はい、っていうことですがそうですね、後ろ東京ドームで歩いてたみたいです。東京タワーとかを背景にね歩いてたみたいですね。はい。2枚目の画像の男性は元幸福実現党で陰謀論者のよくにさんっていう人。そうなんだ。この人ですね。ありがとうございます。私知らなかった。東雲は知ってましたけど、はい。この国本当に終わりだな。傷つけられるあらゆる人に申し訳ない。いや、本当にね、大変な被害ですよ。これヘイトクライムですよね。はい。自分から殴りかかって反撃しようとしたところを攻撃されたと検定するのね。さっきも言ってましたけどね。だから被害者ぶってるんですよ。被害者ぶりっ子論法ですよね。そのね、中国と日本の関係について書いたZHW さんのツイートを思い出していただきたいんですけど、勝手に要はね、自分から殴りかかっておいて被害者面してるんですよね。最低なやつですよね。はい。だけど、中国のような強いやつには、通用しないということですよね。はい。いやだから本当ね、河合さんは立件されるべきだと思いますよ、普通に。はい、起訴相当でしょう。ね、危険人物ですよ。ね、いい加減とっ捕まるべき存在だと思います。これが事実ならね。はい。まだね、ツイートしてるだけなので分かりませんけど、でも動画を自らね、河合さんが上げてるので、そういった事件があったことは事実ですよね。はい。本人はね、いきなり殴りかかられたみたいなこと言ってんですけど。てか議会から追放ぐらいしてほしいというか、最低限絶対せなきゃいかないんですけどね。いやほんと戸田市議会はなんか河合さんへのね懲罰討議とかしてほしいですよね。何やってるんでしょうね。だから結局自民党とかそういった人たちのせいなのかは分かりませんけれども、そういった人たちが河合さんみたいな人に甘いからこうなるっていうことですよね。川口市に至ってはね、自民党議員が自らねヘイトしてるから終わってるんですけどはい。なので本当に自民党の責任重いと思います。でこれも最低最悪な事件だし、地元の話なんでね、本当ねあまり口に出したくもないんですが、以前にも紹介したのがですね、改めて HBC 北海道放送さんでですね、山崎裕二監督がまとめられてました。急増するパキスタン人に相次ぐ攻撃、ロケット花火やバット、嘘だと思われる YouTuber への取材で見えた目的と誤情報ということで、以前にもちょっとねご紹介したんですけど、北海道の江別市というところに住んでらっしゃるパキスタン人の方々に対して不法移民だとかなんだとかイチャモンをつけてる一団の人たちがいまして、ロケット花火を打ち込んだり爆竹を投げつけたりしたことが明らかになっています。はい、もうこれに関してはもう完全にヘイトクライムそのものですよね。はい。当然ながらね、犯人は警察の今捜査が進んでいる状況ではあるのですが、捕まってはいないみたいです。はい。で、
事実と異なる投稿をしたですね YouTuber のやつがいまして、某北海道の歩き方なんですけど、江別市議会の動議を見て、ドースサファリ札幌の違法建築やクッチャンの違法伐採といった話題がある中で、江別にも違法建築があるとして、それがモスクだと知ったので追及しねばならないと思ったのだみたいなこと言ってるんですけど、嘘つけという感じですね。ヘイトを煽りたかっただけでしょと。でスマートフォンを取り上げられパキスタン人に取り囲まれたんだというで、その動画を削除されたんだっていうようなこの主張ですね、この自称 YouTuber の男言ってたんですけど、実際に削除した事実はあるのかって聞いたらありませんって言ったんですよ。はって思うでしょ。意味がわからないと思うんですけど、要はそういった事実自体がなかったんですよ。要はパキスタン人の人から怒った人からスマートフォンを取り上げられ、取り囲まれてこの動画を削除しろって迫られたんだってね、僕は削除しました、恐怖でしたみたいなことを YouTuber のね本人がほざいていたんですけども、その事実自体が真っ赤な嘘だった。で証拠映像がないと視聴者から嘘だと思われてしまうから、うまく言いなさないと嘘ついてると変な方向に炎上しちゃうので、嘘ついちゃいましたごめんなさいみたいなこと言ってましたけど、ごめんなさいで済むかという感じですよね。消せと言われたのは事実だということなんですけれども、もういい加減にしてほしいですね。もう北海道から出て行ってほしいです。排外主義者みたいなこと言うけど、いやー本当にね、こんなだって自分っていうのもなんだけど、だからずっとね延々と郊外が続いてるような風景のところなんですよ。そこにわざわざ行ってこんな行動するか普通って、この人が直接爆竹とか投げたわけじゃないですけれども、撮影しに行くっていうのがその神経が信じられないですね。はい。そう結局ね、河合祐介みたいなのが容認されてるからこういう人が後を絶たないでしょうね。よくりさんは東京を諦めてた伝説の不良なんです。なんでカルト宗教なんですか？そうなんだ。そう、クローズアップ現代で以前取り上げられたのと同じ事件の続報です。そう、これもね、ヤフーコメのニュースコメントだとね、排外主義一色だからね、最悪なんですよね。出しませんけど。はい。1月11日に川口で反差別マーチが開かれるそうです。おー、素晴らしい。頑張ってほしいですけどね。でもなんかほんと川口の人たちだけに任せてるのもおかしいですよね。舐めてんじゃねえぞこれやろ。ダメだ、イライラしてきた。Twitter 見てても怒りが。X も YouTube も差別が金になるのがアウォッチとか差別ばっかしてんの、本当勘弁してほしいですね。はい。だから結局ね、こっち先に見せるか、お見せしますか。差別が金になるのがいけないんですよ。新聞赤旗さんがね、特報を出してるんですけれども、収益目的で中国批判、ヘイト煽り、分断煽る、求人サイトで募集、偽動画も注文ということで、これ広く報じられてたので見た人も多いと思うんですけど、新聞赤旗さんがですね、特集してくれてるんですけど、ダブルレインボー社っていうところがですね、日本、賞賛系、中国批判系動画など大手求人サイトクラウドワークスに、発注してたことが明らかになってるんですよ。だからこの会社業務でですね、こういうもちろん自民党とつながったりとか脱皮とかそういうわけではないんですけれども、金儲けのためですよね。金儲けのためにヘイト動画をクラウドワークスを経由して作らせて、いわゆる YouTube とかにアップしてたと。で収益目的で中国をヘイトしてたということが、赤畑さんの調査で明らかになっております。だからこういうやつらが後を絶たないから、結局ね、パキスタン人の人たちに危害を加えてまでも、YouTube で撮影しようみたいなことを考えるわけですよね。YouTube は本当ね、政治動画って言ったら私の動画も入っちゃうのかもしれないけどね、政治動画の収益化を止めるとかね、やった方がいいと思いますよ。常に社会問題になってますからね。はい。よくにはアウトサイダーっていう不良の格闘技段階に見てて、ウリタとも仲がいい。そうなんですか？ウリタさんに怒られないのかな？ウリタさんって人種差別反対の人でしたよね。河合祐介みたいなのに何も言わないのに抗議するカウンターの荒探しばっかりしてる。中国ヘイトで思い出したのは、タコマルというガジ系の人がテム批判の動画を上げたらヘイトコメントがたくさん来るようになって、それは嫌だということで同部の一部使用したということ。それは何だろう？中国側からの批判コメントが来たのかな？なんかよくわかんないな。藤田正則さんが言ってる通り、国が早く近代博物館を作ってほしいです。差別反対した過去を思い出してほしい。侵略併合した事実を認めつつ、いや、全くその通りですね。だからそういった歴史がもう忘れ去られてるから、こういうヘイトで金稼ごうみたいな人が後を絶たないんでしょうね。はい。
でこれもね、NHK が珍しくというか素晴らしい仕事してるので、ちょっとぜひ見ていただきたいので紹介しますけど、私の母が外国人をマスコミが報じない真実を追う親子の記録ということで、まあこれ大変話題になったので読んだ人もいるかもしれないのでさらっと紹介しますけど、まあ漫画形式でですね、実話なんですけれども、親子で方のですね体験談を紹介してまして、なんかお母さんがですね、テレビマスコミは真実を隠し皆さんを洗脳しためちゃくちゃまともな知事を辞めさせたんだみたいな、立花隆さんの動画をなんか見るようになってしまったと、テレビなんて信用できないわと、オールドメディアを真実を隠して何も悪いことしてへん斉藤知事の電話ばっかり流すんやというですねまあこの状態になってしまい、やがてですね、そういった陰謀論とかにもですねハマって外国人ヘイトもするようになってしまったという非常に恐ろしい話が、出ております。ただこれに本当にね身につまされるとか、自分の身近な人がそんな風になってしまったっていう人の感想が結構来てまして、だから本当にこういうねヘイトを煽ったりする連中が社会問題そのものになってるっていうことがよく現れてると思います。ウリタを称賛する人はいますが、ウリタは自身の YouTube チャンネルの動画で高市とトランプを支持してると明言してるからダメさだと思う。あ、そうなんだ。ごめんなさい。知らなかった、それ。ダメじゃん。ダメじゃんって言ってしまった。でも、もともと確かに右翼の人だったか。ごめんなさい。よく知らなかったですね。読んでなかった方、ぜひ読んでみてください。素晴らしいですね。NHK はやっぱりね、なんだかんだでこういう記事を無料で出してくれるのはね、素晴らしいと思うんですけどね、かなり手間かかったと思うので、あと陰謀論者になってしまった人に対してね、ですね、娘さんがかなり適切な対処をしているので、それもね、ぜひとも読んでいただきたいです。はい。ですね。立花と斎藤を擁護し始めたらそろそろやばいけど実際あるよねこれ。父親がレトウヨリだったというエピソードはいろんなところで目にしますよね。そうですね、まあ男性の方の方が多いのかなという気はしますけれどもね、まあ正直ジェンダー関係なくやっぱりね、斎藤元彦デモに騙されたしまった人って結構いるわけですよね。うん。だから立花さんのねデモを信じてた人ってね、まあでも暇そら支持者と同じでやっぱりね、根っからすぐに洗脳が解けたりとかしてないのかなという気はしますよね。はい。で、まあ、こういったね、企業の根源にある、こういったね、問題の根源にあるのは何かっていうとなんですけれども、やっぱり企業の金儲け主義だと私は思うんですよね。SNS は社会的なつながりと見せかけて AI やアルゴリズムから選んだ投稿を延々と人間に見せ続けるメディアっていう説は当たりだと思う。人間版の猫じゃらしだ。人間は危険、報酬、新規に関わる刺激に自動的に注意を奪われるように設計されていると。で、まあ、この方、起業家の方らしいんですけれども、だからですね、AI に関わっている人が、まあ、自らこういうこと言ってるのでね、結構説得力あるなと思います。SNS ってだからおすすめ欄でこういうヘイト情報とか刺激的な情報が次から次へと流れてくるじゃないですか。まあ YouTube もそういう傾向ね、だんだん強まってると思いますけど、TikTok もね。強まってると思うんですけど、でもそういうのってまあ以前レイジベイトっていう言葉の紹介もしましたけど、怒りとかね正義感を増幅させるのでついついクリックしてしまう、ついつい興味を惹かれてクリックしてしまうけれども、そうなっていくと、まあ、陰謀論の泥沼にはまってしまったりするわけですよね。だから刺激的すぎるコンテンツって本当要注意なんですよ。で、冷静な判断をできなくして人間を洗脳状態にしてしまうっていうことですよね。で、まあ X のような SNS だとか YouTube は金儲けのためにわざとやっぱりそれをやってるっていうところがあるわけで、まあこれはね本当に法的に規制しなきゃいけない段階にもうとっくに入ってるんじゃないかなと個人的には思ってますし、まあ EU はねちゃんとヘイトスピーチ規制とかやってんだからね、やれよっていう感じですね。はい。まあ個人的にはね、だって日本って金ない大変だっていう風に外貨が足りないっていう風に言ってんだから、 X を思いっきり締め上げてですね、こういうヘイトスピーチとかデマとか撒き散らしてるやつからですね罰金取ったらいいんじゃないかなと思うんですよねドルでそしたら外貨を獲得できるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。高市政権にはですね、ぜひともイーロン・マスクをですね、イーロン・マスクからですね、金を奪う方向で頑張っていただきたいなというふうに思います。
ちの母がつんわり中国嫌い。ああ、そうなんですね。まあ確かに中国に敵対的なね、気持ちになっちゃう人って今多いし、それ直ちにだからそういう人がね、ヘイトとかに走るわけじゃないですけどね、ちょっと辛いですよね、そうなってると。そういう話が出てきてくると。まあ本当にね、陰謀論とかデマに引っかからないようにね、注意するしかないですね。正確には高市知事を明言してた YouTube じゃなくて Twitter の方で石破が当選した時の総裁選でも高市知事を明言してたんですね。あ、そうなんだ。瓜田さんの態度矛盾してますね。はい。意外とおるねんで身内に韓国、中国人嫌いが内面化してる人がおるの。そう、イギリスのね、流行語大賞に選ばれたんですよ。だから本当に流行語大賞に選ぶべきはレイジウェイトみたいな言葉なんですよ。働いてじゃないんですよね。身内のね、やっぱり排外主義のね、立ち向かったりするのね、大変なんですけれどね。はい。私は幸いにしてなんか身内がそういう風になったことはあんまりなかったんですけど、ちょっとね、身内の方のね、話してくれた方いるのでね、これ素晴らしいのでちょっと最後紹介したいんですけど、NHK の記事がね、これいいなと思ったのはですね、どういう風に対応すればいいかっていうところなんですよね。陰謀論にはまっちゃった人って、やっぱり頭ごなしに否定すると、ますます凝り固まるから言っちゃいけないんですよ。で、私の友達、外国人の子たちたくさんおるじゃないって、お母さんのコメントを見てると外国人はみんな悪くて何も言っていい存在になってないかいと。まあそう言って自分の体験からですね、お母さんかつてはそうじゃなかったじゃないですかというふうなことから話して、お母さん自身から自分の行動に疑問を持つように仕向けたりしてるんですよ。で、こうやってね、詐欺とかの広告もあるよっていうような話もして、いいねしたりとかコメントしたりするのだけはやめてくださいっていうことをね、娘さん言ったんですね。で、それで、ちょっと良くなったみたいです。ただ結果的にはちょっと良くなったんだけど、なかなかね、陰謀論からね、実際お母さん足抜けはできてないみたいなので、難しいなというところなんですけれども、やっぱりこういうところからね、相手に同調するのもダメなんですけれども、同調しないで、犯罪的なね、こういう詐欺とかの広告であったりとか、金儲けのためにこういうことしてるやつがいるんだよっていうことを教えるのは、すごく大事なことだと思いますし、否定しないでね、こういう行動はやめてね、そういう詐欺広告とか回すのをやめてねっていうことを伝えるっていうのは、効果的なんじゃないかなと思います。はい。外観誘致。X に頑張ってくれみたいなこと言ったら外観誘致ですけどね。疑問を持たせることがやっぱり自分で変わってもらわないとね、陰謀論者の人って足抜けできないから、そうなんですよ。すごく難しいんですけどね。きやみさんおやすみなさい。うちの弟もゆっくり、中国人権をこじらせているので機会を設けて彼の話を聞きたいなと思います。20年来の友人がトランスヘイトを打ちつけた求められなかったです。いやー、辛いな。それ、フェミニズム関係の人とかね、ほんとね、トランスジェンダーヘイトにね、行ってしまった人たちはね、ほんと悲しいですよね。止めてやりたかったっていう人がね、たくさんいると思うんですけど、はい。でも本当に陰謀論って恐ろしいですよね。そうやって人を増させてですね、悪い方向に導いてですね、金儲けの道具にさせたりね、極右に投票させたり、仕向けるわけですから、非常に恐ろしいですし、そういう SNS メディアのね、一番悪い部分だと思いますので、やっぱり法的にね、規制しなきゃいけない段階にとっくに入ってるんですよ。自民党はいい加減そのことを認めてくださいよって思いますけどね。はい。ノンポリティカルな人の時流への流されやすさはあると思うので、そこに違和感を持たせることができれば、そうですね。でも、やっぱりいきなり怒ったりとかね、全否定すると失敗する可能性が高いので、やっぱりそこは結構リスキーですね。はい。陰謀論にはまれるなら、こちらからもその陰謀論を揺るがすような事実を突きつけて考えさせれば戻れるかもしれない。そうですね。だからやっぱり陰謀論者の方が陰謀論者になっちゃうタイプの人って信じやすい人たちだと思うので、意外な情報とかをね、違う角度から与えるっていうのは大事だと思います。このお母さんの場合ね、詐欺広告とかね、そうやって誘導する人たちもいるんだよっていうことで結構説得されてるみたいなんですよね。
ストーエミニさんって活動やめちゃったんでしたっけいやっぱりね、フェミニスト系でトランスヘイトに行っちゃった人は本当残念ですよね。はい。トランスジェンダーヘイトもあれ陰謀説の一種なんでね、やめてくださいね。当たり前ですけど、私はずっと言ってますけれども、あれはね、本当結構その型のある陰謀論なんで、はい、何のね、医学的、実際的根拠もない話なので、ですね。ああいうものをね、本当はね、法的に規制しなきゃいけないんだと思います。そうですね。身内に言えるかどうかっていうのはね、本当に厳しい決断だし、私もね、本当に自分の母親とかだったら言えるかなと思うんですけれどもね。はい。ということで、高市大先生を支える、陰謀論、差別、ポピュリズムの話でございました。ということで、ちょっと最後少しまとめて終わりにしますが、お水飲ませてください。はい、失礼しました。X で相互のリベラルのトランスヘイトが流れてきます。いやー、でもそれブロックするか迷いますよね。そういう時って。まあ私結構ブロックしちゃうけど。でもね、やっぱりいいねとかして拡散するわけにいかないですからね。はい。ということで最後ですね。ポピュリズムとじゃあ戦うためにはどうすればいいかっていうちょっと話をしようと思います。今年の出生数が66万8000人で過去最小を更新したそうです。はい。まあこれはね、分かりきっていることなので、まあくどくど説明する必要もないかもしれないんですが、統計のある1899年以降過去最小で、10年連続で過去最小を更新する見通しであり、少子化は、さらに進行している現状を改めて示していると。まあこのようなね社会環境でそりゃねお子さん作ったりする人も少なくなるでしょう、当たり前だろというだけの話なんですけれども、まあそれに合わせてですね、外国人材123万人をが受け入れの予定だそうです。特定技能制度と育成就労制度で。まあ私はですね、特に、まあ実質ね、技能実習とあんま変わらないと言われている育成就労制度には非常に反対している立場ですけれども、深刻な人手不足を踏まえ、高市政権はですよ、専門技能があると認められた外国人を受け入れる特定技能制度を中心に123万人を受け入れるそうでございます。だからネット右翼の人には認めてほしいんですけど、これが現実ですよ。だって働き手いないんだからどうしようもないでしょ。だから今すぐ日本を滅亡させたいんだったらまあ鎖国してもいいのかもしれませんけれどもね、工業とかのね担い手がどこにもいないんですからね、お手伝いしてくださる方がねいるんだったら本当ありがたいと思って受け入れるしかないんですよ。はい。でそれはおそらく自民党も内心認めていることっていうのがまあこの120万っていうね結構な数字に現れてんじゃないかなと思います。ただまあ、この2制度本当問題だらけで、育成就労はね、技能実習とどう違うんだっていう感じだし、特定技能制度についてはね、なんか即戦力になる外国人、日本語が堪能な人をね、選びますみたいなことを言ってまして、選べる立場かっていうふうに、80万人も来ないんじゃないかっていう私は気がしてならないんですけれども、まあ、それはともかく、まあ、高市政権でさえ、まあ、これを拒否することはできなかったっていうのは、まあ、実際の現実なのかなとは思います。ということで、一世さんこんからすです。来ていただいてありがとうございます。ストーエミニーさんはかなり初期からトランスヘイターやその周辺の人ばかりいいねしてたので、まあという、最初からそうだったのか。それは本当に残念だな。そう、LGBTQ っていう闇の勢力があるみたいだね。あれ完全な陰謀論ですからね、トランスヘイトって。だからそこから来てる話ですから、で、トランプとかがね、巻いてる話ですからね。はい。県中県間とか少子化が進むから同性婚反対とか高齢者叩きとかトランスヘイトとか軽率に周りの友人に住み込んでいるので辛すぎますね。はい。反トランス差別を明言してないフェミニストは本当厳禁警戒せざるを得ないですよね。特定技能制度もいい加減見直しておくれ。
単に働き手でなくてコミュニティの一員として外国人を受け入れないと思うんですよね。いや本当にだから労働力としてしか考えてない制度なんですよ。そうじゃないだろって。だから家族と帯同していただいて、むしろ家族と一緒に来てくださいって言わなきゃダメなんですよね。移民ですよ。移民制度を整備すべきなんですよ。だから入管を解体して移民庁を作って家族全員で来ていただくって、ご家族全員で来ていただくっていうのが本当は筋だと思います。はいですね。まあただね、今の日本に来てもらってね、なんかヘイトスピーカーみたいなのに会ってしまったらどうするんだというのは確かにその通りですよね。だから本当に優しい方はね、だからね、そうやって思って、そういう思いでなんかなんていうか特定技能実習制度とかに反対している方もいるっていうことは分かってるんですけど、やっぱり差別禁止法を制定して移民の方を受け入れないと、この国滅亡すると思うので、まあ私はね、ポジティブに考えたいなとは思ってます。はい。まあでないとね、左翼やってられないので、はい。まあでも1ドル100ドル60円だったらね、外国人労働者は絶対来なくなるでしょうね。それは 100% 間違いない。そもそも円に価値がなくなりますからね。はい。そしてですね、まあそういったね動き、政府の動きはまあともかくとして、山口県からですね、田伏市議会山口県から初の意見書採択、山梨県議会、もということで、自治体から日本の核兵器禁止条約への参加を求める動きが全国的に広がっていますと。ちょっとこれ Facebook なので開けないんですけど、原水爆禁止日本協議会様によりますと、様々な自治体でですね、ちょっと北海道はまだ 42% しかないんだけれども、ですね、日本政府に核兵器禁止条約への参加署名批准を求める意見書決議が、長野県に至っては 82% でバンバーンと決議されているそうです。他にもですね、地方自治体の市長とかにからもね、広島県からもメッセージあったんですけれども、いろんな、方々の話が広がってまして、首相官邸関係者の核保有発言、熊本県知事が極めて不適切であると批判と、安全保障を担当する首相官邸関係者が日本は核保有すべきだと記者団に語ったことについて、熊本県の木村知事は、22日の記者会見で極めて不適切であると発言を批判したと。国防は国の戦艦事項だが核保有となると別問題だとした上で、唯一の戦争被爆国である日本は核兵器を持つべきではないとこれまで活動してきた。これは犠牲になった方々への思いでもあると。発言がマイナスの影響を与えたと憂慮すべきであり、被爆者による核不拡散の取り組みにも影響を与えかけないと懸念を示したということで、まあ、知事の人たちってね、まあ割と保守というか自民党寄りの人多いと思うんですけれども、まあ各地方都市とかですね、知事会の方からですね、高市発言を露骨に批判するような、言葉が結構出てきたっていうのはいい傾向かなと思います。はい。まあ、ポピュリズムにね、流れていても、まあこういうですね、今実際、地元で地味ながらも支持を受けているような立場の人が、ちゃんとですね、その場の雰囲気に流されないような発言で水を差すっていうのは、とても必要なことじゃないかなと思いますね。木本太郎、イスラムヘイトに便乗してるの終わってますね、あの男まあでもトランスヘイトやり始める人ね、あらゆるヘイトスピーチしだすんですよね。それはね、本当決まってるので、絶対やっちゃいけないんですよ。はい。いやー、いざとなれば外国人差別も敵国条項発動の根拠にされたりしませんかね。いや、本当在日中国人の人とかこれ以上差別しだしたらね、いや、言いかねないですよ、中国は。だから絶対やめなきゃダメですよ。だからそれは中国政府に反対しないとは別の話ですからね。社会学で言えば丸山正夫、女性学で言えば宗千坂あたりを乗り越えなければいけないんですが、そもそも乗り越えるべき思想が全く浸透してないっていうですね。まあでも本当哲学レベルで超えなきゃいけないのはなかなか時間かかるでしょうね。ね、パレスチナの方々の凄さなんですけど、ですね、パレスチナ人ジャーナリストでですね、この前、天に魂を込め歩いてみればっていう映画を見てきたんですけど、よかったらポッドキャスト聞いてください。生き残ってる女性ジャーナリストの一人であるビサンさんという方がですね、レポートしてるんですけど、なんとですね、パレスチナ人の方々、炭水化プラントを今作ってるそうなんですよ。すごいですよね。しかも手作りで作ってるんですよ。
だから、まあ、アメリカのあのようなですね、凶悪な支配、なんかガザをリゾート地にするみたいな、ことを、めちゃくちゃなことを言い出してるんですけれども、もうパレスチナ人の人たちってですね、まあ、これも本当弾圧されてることの影響だからね、素朴に称賛しちゃいけないことなんですけれども、DIY 能力が世界有数だっていうふうに言われているので、まあ、自力でですね、こういうプラントを作ってですね、水を作り出したりしてるわけですよね。はい。だからですね、この方々がですね、一生懸命生きるために努力されてるうちは、それを世界は支えなきゃいけないと思うし、すいません。その主権をですね、やっぱ守るように、働きかけていけないんじゃないかなと思います。はい。クイア理論のテキストが足りない。いや、本当ですね。クイア理論のテキストも足りないしね、反植民地主義のテキストも足りないですよね。私も山ほど勉強しなきゃいけないことあるんですけれども。はい。ということでですね、最後にですね、高市さんの台湾有事発言によって日中緊張が無用に高まる中、学生たちが首相官邸前で、まあ、先月の動画なんですけど、抗議の声を上げましたということで、戦争準備は乗らないということで、金沢玲さんのですね、ちょっと演説を聞いて終わりにしていただけ、終わりにしたいなと思います。ちょっと流します。東アジアに亀裂を入れているのは一体誰なのでしょうか。それは軍備を膨張させる日米両政府であり、武力の行使をちらつかせる中国政府です。対話を閉ざし、市民を振り回す権力者たち。しかし私たち若者はそのような権力者に操られる駒ではありません。いずれの政府の威圧にも屈せず、どの政権の戦争準備にも乗らない。軍事同盟よりも市民たちの連帯を、武力による解決ではなく対話による共存を、日本で、戦争責任や侵略責任について考えていくことに不断に取り組むために、誰もが平和に生きる権利を望む私たちはアクションを行います。先日の高市早苗総理大臣による日中平和友好条約を無視した発言により、日中関係は日々エスカレートしています。それこそ今すぐにヘイトクライムが起きてもおかしくない状況になっています。そんな中で私たち学生は平和を望んでいることを、日中戦争を望んでいないことをここに表明します。メディアの皆さん、私たちの声を日本全国に届けてください。そしてもし可能であれば中国に届けてください。私たち日本の若者が日中友好を望んでいることを中国の方々が知ることには価値があると思っています。はい。ということですね、金沢さん、まあ有名な方なんで、もしかしたら見たことある方いらっしゃるかもしれないですけど、ナビーンさんの支援とかもやってらっしゃる方ですね。私たち学生院生は誰もが平和に生きる権利を持つ世界を望んでいます。身近な学術現場に迫る排外主義とデマに移行し、声を上げ続けますということで、1月9日にもですね、東アジア平和スタンディングをやるそうでございます。いずれも軍事大国にも論にも寄せず、私たちは戦争を拒みますということでですね、だから日本にもこういうね活動してる学生さん、確かにまあ少数派かもしれないですよ。いらっしゃるわけなんですから。でもいらっしゃるわけじゃないですから、いらっしゃるんですから、やっぱりね我々リベラル派としてはね支えなきゃいけないですよね。だからなんかメディアが9割がね学生は高市支持だみたいなことを言うと、ついそれに乗ってしまいそうになりますけれども、あくまでフジテレビの調査結果で9割っていうだけですからね。実際2割3割、もしかしたらもっといるかもしれない人たちは別に極右的なね政策を支持してるわけじゃなくて、まあ雰囲気に乗せられてね高市さんを推してる人もいるっていうことだし、実際に平和を望んでない人の方が少ないということだと思います。はい。だからですね、平和を望む声っていうのは確実にあるはずなんですから、ね、そういう声こそ、メディアで増幅していかなきゃいけないんじゃないかなと個人的には思います。はい。ということでですね、はい。そう、戦争準備には乗らないと、駒ではない、権力者による戦争という名の、チェスの生きた駒ではないということですね。はい。そう。だからね、台湾、中国、韓国もね、みんなそうですけれども、やっぱり民間でね、友好を深めないといけないですよ。政府関係ないですから。はい。だからね、勝手に権力者の戦争ゲームの困りされるのはね、腹立ちますしね。勝手にね、お前らで勝手に戦えよって感じですよね。
本当にこうやってマイクを握って毅然と主張を訴える方に頭が上がらないです。私はもう映画の感想を誰かに話すだけでも声が震えるのでって。いやでもね、生姜さんみたいにねすごい的確なコメントしてくれる方、私はありがたいですよ。いつもありがとうございますね。暴力的極左学生みたいなステレオタイプを解体しなければならないって、唐沢さんの全く暴力的じゃないですからね。あらゆる暴力に反対している方ですからね。はい。そうですね。綾川健太さん、ここからです。筋道に声を広げていきましょうっていう話をして、いましたが、すいません。今日はちょっとこれで、以上となります。配信見ていただきありがとうございました。ということで、高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願い申し上げます。はい、ということでですね、以上となります。皆様、9時半と遅い時間で、しかもですね、2時間半以上経っちゃったのでですね、また、0時回ってしまいました。申し訳ございません。いつも遅くて。ですね、ありがとうございます。お付き合いしていただきましてありがとうございました。次回の配信なんですけれども、26日やりたいんですけれども、まあ多分ですね、私がなんかすげえ多忙なので、正直、まあ仕事がね、ちょっとあれなので、もしかしたら遅くなっちゃうかもしれないんですけど、まあちょっと軽く雑談みたいな感じでやりたいなというふうに思っております。はい。よかったら、皆様来てください。で、土曜日はですね、田原風花さんと一緒にまた、ペーパーズプリーズというゲームの続きもやっていきたいと思いますし、日曜はメインゲームやったりですね。あと、年末の30日まではちょっと活動したいなと思ってるんですけど、30日はちょっとした企画とか考えてますんで、よかったらまた、来ていただければ嬉しいです。お疲れ様でした。ご自愛くださいませ。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、反戦、反差別ということでですね。ノミネさんお疲れ様でした。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、すいません。よかったらですね、アーカイブの方で見ていただければと思います。後でタイムスタンプ、アーカイブの方も見ていただければと思います。後でタイムスタンプを押しておきます。はい、ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆様おやすみなさいませ。お疲れ様でした。